絶賛ログイン待ちでございます。待ちましょう。待ちましょう。準備しますね。まあちょっと飯食ったりしてるんで、まったり。まったりです。はい、お願いします。ゲーム実況始まるよ。今回は第198回実況黄金のレガシーアーリー初日新ジョブ新エリア黄金 7.0 ひよこ2匹の FF14 TC になります。モフおじです。昔めんこが流行ってましたよね。ジャンプ系が多かった気がします。近くの土手に落ちたらおじゃんです。特大のやつとか反則でしたね。なんか運動設定が変わってんのかな。翻訳が出ねえんだけど、まあ、いっか、とりあえず。翻訳いらねえぞ。だいたいこれどんな感じで減っていくかっていうのがわかると思うんで、今後の参考にしましょうか。ひよこもんなのだ。いらっしゃい。今2048ですね。だいたいこれでどんぐらい減ってるというか、今後の参考にしてくれていいと思いますね。まあちょっと残しといた方がいいっすよね。これあれですね。バージョン 8.0 の時に参考になると思うんで。こちら615番目。早えな。いや、そっち早そうっすね。まあちょっとなんか適当に時間潰しててよ、入れた。ランチャー立ち上げっぱなしでよかったっすね。あれ、落とすとダメですね。エラー待ちとかで出る。しかもワンタイムパスワード入れてるから、そのワンタイムパスワード、ログインボタンをちょっと待たされるんですけど、プレイボタンか。待たされる。その間にワンタイムパスワードのあれですね。期限が切れて、エラーが出るっていう。ふざけた状態になってました。よし。さあ、2本開ける時間もあるね。3本開けるさ。ログインできたら、極力放置しないようにした方がいいね。30分多分落とされると思うんで、そこはとりあえず注意です。
1700。ちょっとね、薬局行ってきます。朝の中華ってくるわ。5分ぐらい離席すると思います。よし。朝ちょっと中華買ってくるわ。
王子です。なんで一年中元気なのもふさん。熱っ。どんなもんすか。もう1000ですね。あっち。ログインできたのだ。あ、おめでとう。よし。まあ、あと5分から10分ぐらいでしょ。多分、これぐらいだと。100に1分とかそういうレベルですかね。熱い。あ、そっか。そっか。止めちゃうと声出なくなっちゃうのか。ちょっと待って。声出なくなっちゃうんだ。いっか。もう一回立ち上げるか、じゃあ。しょうがないんで。SNS の方を消した結果。ゲーム実況始まるよ。今回は第198回実況黄金のレガシーアーリー初日新ジョブ新エリア黄金 7.0 ひよこ2匹の FF14 PC になります。
モフおじです。左利きなのですが箸とかは右で使っているので最近左をあまり使う機会がありません。荷物運びとも不産のボール遊びするときに左を使うぐらいですかね。こっちはちょっと消しとこうか。よし。で、こっちか。あ、出ねえや。いっか。ツイッターは連続投稿できないようになってんだ。じゃあこれでいいや。翻訳が出ないのはちょっと残念ですけどね。にゃんにゃん。なんか持ってくるか。ちょっと待ってね。これを持ってくればいいっす。よいしょ。ほい。あ、出た出た。699。暑い。昔は連打したら入れてたんですけど、もうそれがないんで、もう結局待たされますね。連打して入れた時は良かったんですけどね。回線が快適であれば快適なほど入りやすいっていうね。で、ミニシナリやるときちょっとパートつけますね。ドラクエの時みたいに。なんで、タイトル変えます。パート1にしときます。バ
と出しとかないとね、もうわかんなくなっちゃうんで。熱い。380。あと5分以内ぐらいですかね。あとは落とされないのに乗るしかないっすよね、入った後。新ジョブやって、メインシナリオか。そもそも場所分かってんのっていう感じですけどね。あれか、あれに書いてあるのか。そうか。そのパッチノート見といた方がいいっすね。重いやつなんで。いや、もうロードストーンが激重なんですけど。いや、ちょっとパッチノートのサイトだけ見れればいいよ。ジョブ関連。クエスト関連。メインクエストはオールドシャーリアンですね。で、これか。ウルダハナルカイロと、グイダニア旧市街ですね。うん。レベル80あれば OK。ってことはサブキャラも受けられるっていう流れですね。うん。この時点でもグラフィックの変化が確認できないのがあれですね。キャラクター表示されてないですかオね。フ王子です。
モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。お、来た。来ました。これはあれかな、あれつけときたいですね。レベル上げるやつ。もっと、丈夫も変わってるんだしよ。まあ、この辺は、おいおいですね。メール届いてる。そっか。ってことは、一旦家に戻るか。どこいんだ。ブリダニアにいんのか。とりあえずピクトマンサーからなのでブリダニアかな。了解。よし。どこいんだ。わかんねえ。とりあえずそうわかんねえから。いや、もう混みすぎだよ、混みすぎ。いたらしい、これだ。はい、オッケー。じゃあ行きましょうか。旧市街。旧市街。どこに行けばいいんだ。マークは書いてね。行ってみねえとわかんねえな。あれだ。白魔導士のとこだ。現実シギルド。というわけで挨拶しときます。ひよこさん来て。挨拶しときます。こばももふおじです。本日もよろしくお願いします。ひよこ2匹の FF14 やっていきます。今日はアーリーアクセス初日ということで、大変盛り上がっていますね。まあ明日、明後日もこんな感じでしょうね。早いっすね。もうみんな。早いよ、さあ行きましょう。困り果てた同士。ピクソマーサーの継承者。どうして、こんなにも、苦情が。おっと、失礼しました。もしかしてあなたも何か苦情が。これ NPC 見えてんのは、あれですね、非表示になってるってことですよね。苦情を伝えに来たのではない。これは重ね失礼。実は最近この町に迷惑行為を働くモーグリが出動するようで、苦情が殺到して対応に、苦慮しているのです。何でも道行く冒険者にしつこくつきまとい、絵画が好きか魔法のような絵を描いてみたくはないかなと勧誘してくるんだが、見たところあなたも冒険者のようです。でしたら怪しげなモーグにはご注意を。もっともあなたが絵描きに興味があるのでした話は別です。エーテライトプラザの近くで周囲を見渡して、モーグリを探してみるといいでしょう。BGM 変わりましたね。どこに行けんだ。新市街。エーテライトのとこだ。エーテライトのとこだ。こっちか。ひよこさんがいいね。キャリー。なるほどね。エリア移動もちょっと時間かかる可能性ありますね。これかな、いや、指定地点は非表示にならないんですね。NPC じゃねえから。そこのあなた、絵画は好きか？
マジネーションを自由に広げて、まるで魔法のように。クソがいいんだよ。なんか顔変わってねえか、エルメス。エルメスの顔変わってねえか。なんでみんなモグの話を聞いてくれないの？ピキソマンサーの力がいろんな人に助けられるのに。ピキソマンサーに興味がある。エルメスじゃねえや。何でしたっけ。クソボ。本当にモグの話にピキソマンサーに興味がある。それではまずは簡単に自己紹介から。僕の名前は純連たる、絵画魔法の達人、ピクトマンサーのソウルクリスタルを継承するモーグリクポ。知らないのも無理はないクポ。ピクトマンサーの絵画魔法は今を遡ること1500年以上。第5世紀末期に編み出された珍しい魔法。同時期に生まれた黒魔法が破壊、白魔法は癒しの浄化といった思いや願いを起点にした魔法だとすると、絵画魔法はもっと抽象的なものをクポ。実者が思い描く想像力を魔力と操ることで事象に、変換するクポね。そう言われてもさっぱりわからない当たり前。だから絵画で、画家でもあったピキトマンサーの階層、リムルは、リルムは、イメージを練り上げるために絵画の要素を取り入れたクポ。杖の代わりに、筆を手に魔力の絵の具に見立てて想像したものを空間に描くようにして魔法を発動される。すごいっすね、これ。そうこうすることで他の一線を課す、魔法が生まれたクポ。ただし、カイソ・リームルは、その力を私欲のためには使わず、人々を守るために行使したと言われているクポ。当時は魔大戦と呼ばれる大戦争が起きていた、厳しい時代。旅する画家として、各地を巡った彼女は多くの人々を救い、後に、12賢者の一人として称えられたクポ。どうクポなんでどやっとしてんだよ。君も絵画魔法を習得して人々を助けるピキトマンサーになってみたいクポ。すげえどやってしました。クポをやる気に見せているので嬉しいクポ。でも、モグが持っているソウルクリスタル一つだけ、それを託すとなら、もう少し話を続けて、君のことをよく知りたいクポ。そんなことで第1回ピキソマンサーへと採用面接を始めるクポ。お話の準備ができたらカーラインカフェの前に来てほしいクポ。カーラインカフェ。すげえカクカクなんですけど。いや、だいぶカクカクですよ。この下ですか？これだ。なんか NPC は見えるんだ。よく来てくれた子、本来のモグのうちに招待して美味しい紅茶を楽しみながらおしゃべりしたいところだけど。残念ながらお茶の一杯も、おれないけどカフェの席を変えて面接する。それでは早速面接を始める。まずは君のお名前から。名乗るほどのものではない。この状況であえて名乗られない。ポンポンの先まで痺れそうクポ。でも実は君の名前はカーズだってことも僕は知ってるクポ。さすがにエウロゼの英雄から一目でわかるクポ。で、次の質問。カーズの卒業。無償。英雄。こう、自ら英雄を名乗るなんて自己啓示欲の塊みたいでいっそすがすがしいクポ。さあ、次の質問言ってみると、ズバリ君って絵心ある？絵はうまい方だ。本当かよ。
おお、最高。でも、ピキトマーさんにとって絵のうまさ、重要じゃなくて大切な想像力だったりする。よし、それじゃあちょうど話題に出たことだし、想像力を測る質問を多くする。モーグリと聞いて思いついたイメージを聞かせてくれ。水虫じゃないかと。ハセ。ポンポン虫りたい。怖すぎて一緒にやっていけるか不安になってきた子。でも芸術と狂気は紙一重な気もするから許容くぽ。次の質問に移るくぽ。困っている人を見かけたら君はどうする？とりあえず声をかける。実に冷静な答え。直近でそういった例があったりする。質問多いな。モグの会のせいで苦情を寄せられて困っていた同志さんに声をかけたくぽ。なんだかものすごい申し訳ない気持ちになってきたけど、今重要なのは君が困っている人に声をかけたって事実。カイソリムーンは生き方にですね、旅先で会った人々を助けて希望を見せる。それこそ、ピキトマンさんが目指すべき理想像を希望。これまでの答えからすると、君のピキトマンサーとしての資質は十分だと思うクポ。モグはひとまずほっとしてるクポ。そんなわけで君は、モグは君にソウルクリスタルを託してもいいって思い始めてるんだけど、一つモグのわがままを聞いてほしいクポ。今までだと戦闘ありましたけどね。実は数ヶ月前、モグが大切な友達と大喧嘩をして離れ離れになってしまったクポ。モグが友達ともう一度会ってお話ししたいクポ。だから旅の中でその行方につながる情報を得た時には人探しに力を貸してくれると嬉しいクポ。着替えてから戦闘ですかね。さあ、次は、君が考えて決めるバンクを。ピキトマンサーになりたいのか、人探しに力を貸してもいいのか、覚悟が決まったら声をかけてほしい。これで報告ね。僕に声をかけてくれたということは、提案を受けてピキトマンサーになれてくれることね。それなら約束通り、モグが持っているソウルクリスタルを君に託すポ。ついでに装備一式もプレゼント。さあ、早速着替えてほしいポ。いきなり空きがなくなるパターンですね。はい、着替えて話しかけろってことですね。ピクソマンサー、習得。でしょうね。これ、ジョブ何なの？そうそう。ジョブのあれはどこに位置づけされてるの？いやー、空き増えてないですね。全く変わってねえじゃねえけど。どうなってんのかな。レプリカいらねえな。いやー、なんか見た目も変わってんですけど、全然ついてきてないっすね。ちょっとまず着ぐるみが着れればとりあえず大丈夫なんで、外して、外して、で、着ぐるみ着て、この時点でまだいけないか。くそ。いや、もう全部一個ずつ開けなきゃいけねえじゃん。めんどくせえな。よし。これでいけるっしょ。いけねえのかよ。くそ。いやー。この辺が邪魔っすね。よし、来た。で、何になってる？キャスターか。キャスターっぽいですね。で、装備ももらったよな。装備ももらった。あれちょっとこれこっちか。こっちっすよね。いや、ちょっとクリプトラー感が強いじゃねえけど。どれになるんだ？ちょっと待って。銅がどれになるのかわかんねえんだよ。あれどっか銅埋まってるからダメなのか。これだ。
ですね、名前はウェザード。まあよくわかんないですけど、ざっと流しておきますね。いやもう説明長すぎる。で、この状態でプラスにして、で、ひよこさん筆らしい。ちょっと待って。いやー、ファッションアクセサリーも装備してるな。このせいか。書くんだ、勝利で。あ、これはいいっすね。映えますね、これは。戦い備える。さあ、初グルポですけど、どうですか？いや、もう相変わらず夜は暗いですね。暗いよ。キャラの顔はなんかかなりはっきりしてるような感じしますけどね。夜なのは残念ですけど。結構細かいな。イルメが綺麗になってる。暗いんであそこ入った方がいいんじゃねえの？あそこ。コンテンツのとこ。コンテンツのとこだったら晴れてんじゃない？あっちはあれか、グラフィック変わってるか謎なのか。こんなあったっけ？もうなんかよく見えるようになってんですかね。いや、もう夜なのが残念すぎるのよ。おお。こんな草生えてたっけな。なんか変わってるような感じがするのか、やっぱり。だいぶ明るく感じる。
顔がなんかはっきりしましたね、やっぱり。漫画アプリ便利で結構利用してるんですが、それでも単行本は買ってしまう。いい商売ですね。うん。なんかパステルとかもやっぱだいぶ変わってんな。エフェクト強調はまあ明るくしないとダメだけど。うん。あとはスキル系ですかね。いや、他のジョブにあったスリプルがピクトマスさんになっているからいや、これ移動できなくなったのがマジで不便なんですけどいや、なんでこんなクソ仕様に変えたんだろうな。こうでいいのか。こうでいいんだ。そうですね。その鍵がかかった。おー、びっくりした。これ突っ込むタイプか。いやー、ちょっと待って、エフェクトついてねえな。ちょっと待って。キャラクター攻撃にしたっけ？簡易表示にしたんでしたっけね。簡易表示になっている。これだ。あ、いいっすね。キャスターだから MP 管理ってことですね。ポーズを変える。こうしてか。いや、もうまだ取るなら場所変えようぜ。これ隠れちゃうんだ。上に乗れないんですね。
なんか一回使ったやつは使えないのが多いっすね。それやると前行っちゃうんですよ。それやると前行っちゃうんです。これはこれ面白いっすよね。なんか滑ってるところが絵の具で塗られる感じがいいっすね。多分これやるとここ取れないんでね。なんか前のやつと比較できるところはあればいいんですけどね。オッケー。あとあれクエストやれば、多分戦闘になると思うんで。まあ、それはそれで各自取ればいいんじゃないですか。記憶も取っとくか。黄色なんだ、それ。黄色。仕様の変化についていけないっす。モフおじです。プレイするかは置いておいてゲームのリクエストが受け付けております。これ持ってるやつ YouTube や DM でそのままやあんのかたりで何かしらコメントください。そもそもこれだったってことなのか。
ほぼ一緒っすよね。オッケー。うん。あ、クエストの続きはやらねえんだ。とりあえずジョブチェンジやる感じ。だったらウルダハかな？ウルダハ。もう戦闘もやっときたいんですけどね。ナルカイロ。あ、近いっすね。困ったよその裁縫師。バイパーを解消する。まあ、君は冒険者だ。突然すまないが手を貸してくれないかい。裁縫師ギルドで少々揉め事が起きてるんだ。オーダーメイドで装備の注文が受けたんだ。納品の段階になって依頼主が支払いを渋り出したんだよ。そもそも最初から怪しかったんだ。自分はバイパーだとか言ってきたんだが、蛇を自称するなんてまともじゃないだろう。ともかくこいつが、二振りの剣を背負っているような輩だね。暴れ出したらと思うと恐ろしくてならない。すまないが裁縫師ギルドで仲裁を、頼めないだろう。裁縫師ギルド。いや、メダカでこんなに混んでんの相当久々な気がしますけど。裁縫師ギルド。なんかあそこにプラス1個あるな。これなんだ？これなんすかね。奇跡の薬って書いてある。幻想薬っすかね、あれ。幻想薬専用のプラスっすかね。で、どこだこれか。これだ。これはまた随分と腕の立ちそうな男だ。さて、お前が俺の倒すべき獣を教えてくれるのか？ああ、冒険者の彼の言葉の意味はわかりますか？装備の作成依頼を受けたのはいいもの。ずっとこの調子で、どうにも話が噛み合わないのですよ。俺もお前が何を求めるのかわからない。こちらとは作ってもらった装備を受け取るため、俺の倒すべき獣を教えてほしいだけなんだ。変なやつが出てきましたね。もう一度最初から説明しよう。まず俺はトラル大陸という、遥か遠方の地から船に乗り栄養剤とやって、トラル大陸から来たんですね。渡ってきた。もうお前はトラル大陸を知っておるようだ。では俺のように二振りの剣で戦う伝統的な戦士、バイパーを見たことあるんじゃないか。いや、まだ行ったことないんですけど、ね。その使命は人々の暮らしを脅かす危険な生き物を狩ること。俺がこの地へ旅してきたのはまさにそのためだ。だからな、旅の間に身につけていた装飾が、傷んでしまってな。ここに腕のいい職人がいるとき、仕事を依頼したんだ。
なるほど、そこまでは理解できます。しかしなぜ支払いを拒み、俺が倒すべき獣とやらを求めるんでしょう。バイパーの仕事を受けたからには倒してほしい獣がいるということだろう。それが対価というものだ。裁縫シギルドは獣を倒してほしいわけじゃない。なんだと、獣を脅かされてはおらず、別の対価を求めているということか。向こうの裁縫シギルドはそんな感じなんですけど。私もの裁縫シギルドを求めているのは制作した装備に見合うだけの金銭、すなわちギルの支払いです。まさか討伐以外の対価が必要だったと、通りで話が噛み合わないわけだ。あなたの故郷だって金銭による、商取引が行われているでしょう。バイパーというのは、皆そう世間知らずなのですか？いや、そんなことは。ただ俺は、佐藤さたちに仲介を頼んでいたから、職人と直接やり取りすることは少なくてな。やれ、とんだすれ違いですが、通貨の支払いもできないようですし、致し方ありませんね。対価として魔物討伐をお願いしましょう。最近、裁縫師ギルドが、素材調達を依頼した商人が、東ザナランで、魔物を襲われている事件が、頻発してましたよね。しかも相手は、生息しているはずのない多頭竜。噂ではコルセウムの、銃刀用の、だったものが逃げ出した結果、現地で繁殖したんだとか。なるほど。多頭竜とやらを討伐すればいいんだ。任せておけ。その依頼しかと受け取る。いえ、もともとは私たち裁縫シギルドあなたの依頼を受けたはずだったんですが、やはりどうにも不安が残りますね。冒険者のあなたの腕が立ちそうですし、見張りも兼ねて彼に付き添ってはくれませんか？バイパーとやらの技を見られる機会もそうないでしょう。俺の名はケシカ。実力ある者と知り合いのはこちらもありがたい。魔物が最後に目撃されたのはキャンプドライブオンの近くだったんです。まずはそちらへ聞き込みをしたらいかがですか？キャンプドライブオンですか？行きましょう。新庄大好きですよ。新エリアで新庄ですか？来た。多分そのさ、ね、PS4 ならではですよね。おそらく。ここがキャンプドライブオンか。ならば早速魔物の討伐に向かおう。不思議そうな顔をしているな。かつては裁縫シギルドと言われたように、まずは集落に向かい聞き込みをするつもりだったか。情報ならさっき聞いた話で十分だ。俺にはバイパーとして養ってきた経験と知識がある。それを使えば聞き込みなどすれでも捜索できるさ。でかいのがいるな。ハイドラじゃねえかよ。裁縫師の話によれば襲われた商人に運んでいたのは裁縫に使う素材。それが餌となるには考えにくく、狙いは人だったと判断できる。そして人を襲うまま嗅覚から鋭く匂いで物を察知する。遮陰物と、なる岩や、植物加えて香りを運ぶ風の流れを考えれば相手の隠れ家を見つけるのはたやすい。自然の枠を一出し、人々の暮らしを脅かす戦後だよ。お前のような存在を倒すのがバイパーの使命だ。完全に二刀流なんですね。ご教授です。最近の携帯は優秀すぎて買い替え不要ですよね。2年買い替えの安売りが流行っていますが、アプリ系のデータ移行が面倒いんですよね。例えば身分証明したらログインなしで一気に全て移行できるようにできればな。
さて、これで依頼は達成だが、その間、バイパーの技が気になるようだな。バイパーについて語るのはまず聞いておきたいんだが、お前は、トラルビードラールという名を知っているか？ならば手短に説明しよう。生き物の中には時折種の限界を超えた、特異な力を有する個体が現れ、生態系を脅かすことがある。長き時を生き、規格外の力を得た獣のことをトラル大陸の者たちは、大地を掌握する者、すなわちトラルビドラールと呼んでいるんだ。そしてトラルビドラールを撃つ旅人、カリウドが、俺たちバイパーというわけだ。俺のメインシナリオに出てくるのかな、名前。カース言ったな。お前はこの大陸見てきたダリアよりも腕が立ちそうだ。もしバイパーの技に興味があるというのだ。来た、ソウル。この技の伝述と引き換えに俺の使命を、トラル大陸はこうエウザヤと統合してきた憎きトラビビドラールの討伐を手伝ってもらえないか。話を進めすぎたな。こんな話をいきなり聞かされても困るか。まずはウルダハイトの戻り行く最不思議のに結果を報告しよう。お前はこの提案を追い食えるべきだと考えて答え、決めたら聞かせてくれ。これショートカットですかね。あ、ショートカット。で裁縫シリーズまで行かなきゃいけないんじゃないか。裁縫シリーズ。来てくれたか。こちら依頼の方向を済ませて装備を受け取ったところだ。早速身につけていた素晴らしい出来栄えだな。それでは改めて俺の提案を入れるか教えてくれ。バイパーの技を収め、人々を脅かす獣カールと誓ってくれるか。はい。そう言ってくれるか。新たなバイパーの誕生を考えする。ではお前にこのバイパーの証を託そう。太古の昔よりバイパーたちが受け継いだもので、その輝きには先人たちの知識や信念が宿ると言われている。お前に才があるなら、英知を授かることができるだろう。加えて装備一式も渡しておこう。装飾は、最後シギルとかお前の報酬ということあるし、武器は俺の曜日だが、十分に使えるはずだ。それらを身につけたらまた俺に声をかけてくれ。一緒っすね。これは忍者枠ってことですかね、二刀流なの。どこか見りゃいいんですね。枠を見りゃいいですね。わかんねえな。わかんねえ。ディーパーの下になってんの。これを使って、わかんねえから。これもウェザーの名前が。またいろいろ外さなきゃいけねえな。めんどくせえ。これいけるかな。あと武器だけ。
あ、やっぱ忍者枠っすね。忍者枠だ。まあそうでしょうね。なかったもん。で、この4層にしてるっていうことですね。いや、もうどれがどれかわかんねえよ。頭どれだよ。さすが、あれですね、圧迫してくるんですね。これか、あと。人多すぎて邪魔。サンクレットっぽいですね。サンクレットがこっちになりそうな感じです。タンクを卒業して。前それ一つにできんだ。すごいね、それ。暗いわ。やっぱまた場所移動しようぜ。どうする気ねえんだ。でもこっちは明るいですね。あ、室内だったからな。で、メインクエストはこれですね。人が少ないと。だ、こう重すぎる。いや、それにする条件がわかんないんですけど。なんか発動条件がどうだって書いてあるのに。発動条件がわからない。あ、なった。なった。よくわかんねえ。よくわかんねえけど、なったわ。この状態だとあれかな。変わるってことですかね。勝利のポーズとか。あ、元に戻っちゃうんだ。これやっちゃうとダメなんですね。であれば、これで連携すると変わるってことですよね。モフおじです。2023年時点、辛味噌ラーメンが流行っているので主人公、辛味噌が多いです。モフさん、もう多いですけどね。なぜか二刀流じゃないんですね。ああ、そっか。これだとスキル使った状態になっちゃうんか。なるほど。
これいいっすね。いや、こうしてみるとやっぱ綺麗になってるね、空とか。空とかめちゃくちゃ綺麗になってるよ。ポーズは変えられないっぽい。結構特殊だな、やっぱこのジョブ。剣が一つか二つかで、多分いろいろ違うんでしょうね。ちなみにこういうの増えたりするんですかね。パッと見は増えてねえか。かっこいい。かっこいいっすね。登録ギアセットの確認。こんなのあったっけな。こんなのあったっけ。追加されたんかな、これ。しれっと。
あ、やっぱ構え違いますね。いいですね。一回座んねえとダメですね。スキル使わないと元に戻んねえから。うん、オッケー。まあこんなもんじゃないですかね。とりあえず。トゥ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 。やっぱり幻想薬はさっきのウルダハのプラスですね。あれをやることでもらえるっぽいですね。まあ今すぐ欲しいってわけじゃねえんで、急ぐ必要ねえけど。いや、やるときはまあやりますよ。ゲーらしい。よく動くのしかし。モフおじです。焼肉とかで遠征しないのでラーメンは遠征するのなんでだろう。
。メインシナリオ。あ、ちょっと待って、登録してねえ、さっきのやつ。でもさっきの登録してねえじゃいけない。忍者。くそ、めんどくせえ。いやー。どうしよっか。順番的にはジョブ系をやっときたいんですよね。中途半端なんで。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。とりあえず着替えられるようにしとかないと。で、こうして、そしたらバイパーからやるのだ。いや、もうこれでいいか。これでいいや。見た目ちょっと変えて、これでいいか。よし。じゃあ、バイパーなんで、ウーザハに行きましょう。たっけ。ぶったくり各自。1個だけだと思うんで、戦闘はあると思うけど、そんなかかんねえと思います。で、どこに行けるの？裁縫シギルドでしたっけ？裁縫シギルド。まあ、もう最初なんで、せっかくなんで英雄で行きましょうか。そう。いけるっしょ。で、どれだどれやねん。これか。バイパーの、使命。よし、身につけられたようだな。どうだい？先人たちの英知を感じるか？もうやはりお前にはバイパーの才があったようだな。技の継承に成功したのであれば実践を通じて俺たちの戦い方を伝えさせてもらおう。この町にお前たち、冒険者が集まるギルドもあると聞いた。なぜ周囲の情報を明るいであろう奴を探して、初めての実践にふさわしい者がいないか聞いてみよう。いや、多頭竜じゃねえのかよ。クイックサンド。クイックサンドは冒険者のところに取りゃいいですね。冒険者ゲート前。あ、そこにいるじゃん。上手な冒険者。それなら厄介な魔物の噂を知ってるぜ。中央座ならの、死伐盆地でこの辺のじゃ見かけない魔物が、在来の生物や街道を行く人々を襲っているらしい。群れで襲っているなんて話もあってな。討伐依頼を受けた冒険者も帰るうちにあったとか。あとそこにもいるね。ケシ君は。少年と話してるね。おう、もう情報に入手したのか。さすがだな、これが情報収集に慣れた者の腕前か。
なるほど、この辺りで見かけない獣がいたと。既存の生息域を追われたか、あるいは人為的に放たれたか。いずれにせよ周辺の環境に及ぼす影響は大きいだろう。パイパーの真なる使命やトライ、ビドラールの討伐だが、こうした、小さな共有を変わることもまた重要な役割だ。早速、千代ザナへ向かうとしよう。死伐盆地。普通に外出ればいいか。そのまま外出て行こうぜ。トゥン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 。ちょうど剣の、魔物の群れに、九段の魔物の群れに遭遇したという冒険者にあったと。彼らの手当ても済ませておいたので、早速狩りを始めたのはその前に。まずはバイパーならではの武器である二刀流武器を用いた戦い方の基本を教えておくべきだろう。俺たちの真なる使命は先ほどの話したというトライバルビドラールの討伐だ。それらは、種の限界を超え、強大な力を備えておる。そうした存在に対抗するため、先人たちは密林最強の、捕食者である蛇を身につけた。蛇は柔軟に戦い、己よりも大きな獲物を倒すからな。二頭の、剣を蛇に見立て、習得、噛みつき、時に連結させて一つながりの体として振る舞う。そして、強兵に構えを変えていくんだ。こたびの狩りの標的はトライビルアールにほど遠いが、基礎となる戦い方を学びに良い機会になるだろう。さあ、挑む覚悟ができたら声をかけてくれ。これでそうですね。じゃあ解散します。これあれですね。分かれる可能性あるけど。分かれる可能性あるけど、まあいいや。行きましょう。敵は群れで襲ってくるという話もあったが、南ソビエ退治の方から複数の魔物の気配を感じる。さあ、準備ができたか。インスタンス分かれてる可能性がありますね。親玉隠れて様子を伺っているらしい。眼前にいるのは雑魚ばかりだろう。だがバイパーの感覚をつかむにはちょうどいい相手だ。この戦いは技の指南を感じているから、俺は指示を出すことに専念しよう。スキルセットはバラバラですけど、バイパーの基本を伝えて、まずは俺にかけて。完全にバラバラですけど。バラバラなんで、これが範囲で、これ範囲。それでは雑魚相手に戦いたかったない練習する。お前にはここで、牙の構えと蛇の構えという西の構えについて実践してもらったり。まずは基本となる2頭を手にした牙の構えだ。構想、1の牙、構想もしくは、1の牙、3読から、2の牙、3の牙へ。構想3読。これらの連続技から2頭を結合した蛇の構えによる、ジャビエと叩き込むように技をつなげるんだ。構想3読。文句みたいな感じですかね。昔はある程度シャレを文句みしていたんですが、たいな感じ。もうこだわらなくジャビズをホットバーに登録することによって3の蛇を使用、自動的に相手がジャビなのに変わで渋いのをります。選びますね。全部登録されてると思いますけど、さすがに。構想と残毒ですね。これを使ってみるとですね。うわ、増えた増えた。場所が悪い、場所が悪い。ちょっと待って。この範囲だから、ここに変えて、これも範囲か。
範囲、全部範囲ですね。一度こちらへ戻ってきてくれる。戦ってんだっつ。ケシカとかあります。次は牙の構えの様々な技を実践してみよう。今試したように1の牙は2の牙を経て3の牙に至る。だが、3の牙には側撃、卒列、背撃、配列の4種がある。技ごとに適した使い時、位置取りは異なる。まずはこの4種の3の牙をそれぞれ1度ずつ雑魚の相手に決めてみるんだ。3の牙ね。側撃、即列、背撃、配列。ボーナスがつきますよと。本当に使ってればいいんですかね。よくわかんないけど。こうして、こういうことですかね。違うね。あ、いったいったいった。これもあんのか、これもあんのか。いっぱいあんのね。これ3のタッチか。うん。で、最後、側撃。で何をすりゃいいの今の方向に反応して連中一斉に移動し始めたな。増えた。随分とでかいものがあると思う。また別の技を伝えたのに準備ができたら声をかけてくれ。さあ、ここから新しい連続技の説明にする。こういう手強い相手には牙の構えでなく二頭結合させた蛇の構えによる重い一撃が有効となる。今度はまず、三毒、1の座で三毒を放つんだ。そこから、牙の構えによる、相が、さっき使ってたやつらか。相が連撃と相が乱撃を叩き込め。普通、3のやつを使うには連打でいいってことか。そもそもが。こういうの使えってことじゃんか。ずるい。マジで分かりづらい。反撃ってのはこっちっすね。
カウントされねえんだけど、そもそも。これが先に使えって言ってんのかな。で、これを使えってことですか。ああ、そういうことか。なるほどね。なるほど、なるほど。ああ、で、こう繋がるんだ。はいはい。いや、種類が多いってことですね。それがランゲージってことですかね。いや、じゃあこの下に置いとかないとダメじゃん。俺たちを倒せないことに苛立ってきたらしい。どうやらついに親玉を出ましのようだ。さあ、親玉との決戦だ。さすが雑魚と発見、段違いの風格を漂わせているな。お、BGM 変わったね。カズ、奴を倒し、バイパーとしての使命を果たすんだ。これがあれですよね、ID の中ボスのテーマあたりですかね。ああ、そっか、位置もあるのか。いや、こんなもん説明見ねえとわかんねえからな。毒を一応入れとけば、あれですね。スリップになるってことですね。うん、OK。基本的な戦い方を指示したが、獣を一掃できたのは紛れもないお前の実力。頼もしい協力者が得られたよな。モフオジです。お前の実力も立ちがないことだ。改めて俺が追うトラルビートラールについて話しておこう。いや、かなり文句寄りですよね。その名、ik速島順、かつてはブラーシャという、もったき森の獣だったが、変異を繰り返し、今や、有力の異形となり、高い一線までいたトラビロラールだ。奴の強さは気を読んでいた。俺は、バイパーのマー弟子と二人で、討伐に挑むことにした。正面を切って戦っても構わないと騎士を選択し、あと一本のところまで奴を追い詰めたんだが。育足島順は、深手を追いながらも一瞬の隙をついて反撃。翼を広げて羽ばたき、大空の彼方へと飛び去っていった。この消えたマナ弟子たちを残してな。
いや、今の文句はだいぶシンプルになったんで、なんか、その代わりにこっちを複雑にしてるっていう感じですかね。その後も俺は、兄弟子の胸を晴らすため奴を追いかけた。仇を求めて大陸上を渡り歩いたがなかなか見つからず、募るのは焦りばかり。だがある時ウルダーから来たという商船の乗員たちが東に向かって洋上へ飛ぶ有力の獣を見たと語るのを聞いたんだ。奴は高い知性を生かし、厄介な敵のいない新たな狩り場を求めて海に出たんだ。落ちちゃった。かくして俺は海を渡った。だが、ヨルゼは取られた陸に及ぶほど広いだろう。勝手のわからん土地で獲物を追うには協力者が不可欠だ。兄弟子の仇、幾足島津を、探し出すため、ヨルゼはよくしろお前を頼らせてほしいんだぞ。噛みやすい名前ばっかだよな。ありがとう、助かる。それでは早速、ウルダーでの情報収集を手伝ってもらいたい。あ、これで、いや違うな。まだ続くんだ。あ、これか。これだ。あ、印刷分かれなかったっぽいですね。ウルダハレレだったら大丈夫ってことですかね。すぐそこっぽいな。さて、裁縫師ギルドにいざこざで分かったものが、俺はどうも言葉の意図をつかむのが苦手だ。お前の後について、常習師の手腕を見させてもらおう。幾足島人らしき見慣れる有力の獣について聞き込み相手の選び方から説明の仕方までしっかり勉強させてくれ。同行するんだ。はい。まあ、これ一生っすね。ちなみに、吹き出しはないですね。じゃあこれだな。遠いより渡ってきた有力の獣か。確かに聞き慣れる特徴を持った魔物の目撃談が最近になって妙に増えてきているように思う。我らも捜索に当たっているがまだ被害が出てないこともあり、正体の特定には至っていない。あいにく君たちが追う獣かどうかはわからないな。まあなんかいっぱい出てきた。いっぱい出てきましたね、このタイミングで。ヨルゼにモブハウンっていう制度があるね。まああるでしょうね。当然だよね。モブハント。ウルダーの人混み。
まあそういや見慣れない獣を見たって噂を聞いたぞ。大量の顔と赤いぐじゃぐじゃした食虫がついてて目から、開口線を放つとか。だが噂の信憑性は怪しいもんだぜ。工事家が連れ込んだ、外来種や珍妙な姿をした魔物なんて最近じゃ珍しくもないんで、みんな話に色をつけるんだ。すごいな、まるで魔法のようだと。なんか新曲がBGM 小さいですよね。あれほど迅速に、スルスルと情報を引き出すとは。直接一足島順に繋がる情報はなさそうだったが、逆に言えば奴による引き換えはまだ出ていないようだ。見知らぬうちに慎重に行動しているのかもしれないな。よし、今の情報収集を参考に俺も聞き込みに挑戦しよう。お前にはバイパーの授業を積んでおいてほしいからな。ちょっと不安だ。FF16 みたいな仕様にしちゃってますね、これ。正直言って同感だが実践なくして上達もないからな。今後じゃ情報の引き出せない状況もあるだろうが、街の人への聞き込みから、徐々に修行を積んでいこう。幸い故郷から持ってきた、薬草や道具が多少ある。これを売って当座の資金にしつつ聞き込みを行っておくので、また様子を見に来てくれ。せっかく時はなっても新キャラっすね。退治した輩がいるというので見に来ていれば、どうやら私が狙う獲物とは関係があるようですね。敵ってことですかね。こちらの情報によれば、獲物はザナランから徐々に離れるように移動しているはず。これは交通法かもしれませんね。これで終わりか。少しでも多く情報を集められるように頑張るとしよう。お前もバイパーの修行の合間を縫って、また様子を見に来てくれ。じゃあ、ピクトマンサー行きましょうか。ピクトマンサー。あれですね。グリダニアなんでよろしく。カーラインカフェのとこでしたっけ？そうっすね。なもった。スイ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 。旅する画家は、新東育。よく似合ってる。ちなみにピクソマンサーが持つ筆は実際に絵を描くものじゃなくて魔導士の杖に当たるものか。では、なんでわざわざ、絵筆の形にしてあるのか。それは絵画魔法が魔力の絵の具に見立て、絵を描くように想像力を魔法という現象に変えるための工夫。抽象的な概念をイメージしやすくするための工夫工夫。まあそんな細かいうんちかを置いといて、ソウルクリスタルに込められた歴代ピクトマンサーたちの記憶が流れ込んできたはずか。早速絵画魔法を試してと言いたいところだけど先に寄らせてほしいところがある。僕の勧誘のせいで苦情が寄せられていたという困り果てた同志さんたちに一言謝ってほしいか。北条新祭壇に行く。現実心とかですね。現実心とか。座ってないよ、もっと。座って。よいしょ。
ああ、困った。どうしてこんなにも苦情を。もっと失礼。あなたは先ほどの冒険者なのですね。モーグル連れてこられた一体どうしたのですか？僕のせいで苦情が寄せられていたと聞いたクボ。迷惑をかけて本当にごめんクボ。おやおやご丁寧に。今後はあまり強引な勧誘なさらないようにご注意くださいね。絶対もうやらないから安心してほしいクボ。カーズに出会えてからそもそも勧誘の必要もなくなったし。それは何よりです。これで別の苦情について落ち着いて考えられているものですよ。クボ、まあ何か困ってるクボ？名宿の住人たちがある、空き家から夜な夜な騒音が聞こえて眠れないと訴えておりましてね。おそらく地下室に魔物が入り込んだんではないかと。その問題、モブが、いや、カーズが解決する。人任せすんじゃねえ。ドヤ顔で人任せすんじゃねえ。驚いてんじゃねえ。思い出すか。ピクトマンさんの絵画魔法は旅の中で出会った人々を助け、寄付を見せるためにきらめきこう。それを覚えたての絵画魔法を試す飛行機。モグも一緒についていって助言するから頑張るこう。モグに助言されるのか。クルルさんに助言してもらいたいんですけど。なんていうありがたい申しで感謝しますよ。名宿へは、旧市街に北にある小道から行けますので、ぜひ対処をお願いします。旧市街ね。ここカーズ、早速出陣クポ。まあ、とりあえずやってみましょうっていう感じですね。どこだ？滝、一番奥だ。まあいいや、まっすぐ歩ってこうか。どっちもプロとも覚えてねえから不便ですね。いやー、しかしキャスター、すげえ増えましたね。5ジョブいるんですけど、キャスター。優遇されすぎだろ、キャスター。青魔同士はなんかあれですね、別物だと考えて。来た。いや、解散します。この先は名刺区分ね。カーズ、戦いの準備はいい区分。準備はできている。それじゃあ苦情が寄せられているハイヤの、地下室に向かう区分。こんなところに地下室があったのかよっていう。すごいところに来たね。地下室まで来たけど、なんだか魔物の気配がする。念のためピクソマンサーの戦い方を確認しておく。ちょうどあそこ鬼人がいるっていう。ピクトの魔法で、エソを描いて、イマジンの魔法で具現化するのが基本の流れ。ピクトとイマジン。ピクトポンポン。どれこれか。ピクトポンポン使え。使ったって何をすりゃいいのこれ。なんか高えってことですかね。あ、ちょっと待って、すげえちょっと、いや、重くなってる。赤いんですけど。やべえ、これ落ちたかもしんねえぞ。いや、勘弁してよ、マジで。いや、まさかの回線落ちたよ、これ。
ますけど。いやー。こんな意味不明なとこで落ちんじゃねえよな。動かねえ。くそ。タゲだけしてる。いやー、落ちたら最悪っすね。また2000人待ちとか言われる。そう。いや、落ちたよ。最悪だ。みんな落ちたとかだったらいいんですけど、多分俺だけじゃないですか。もうひよこさんには待っててもらうしかねえ。いや、いや、落ちてんのはそっちの責任だろうがよったけど、何意味不明に待たされてんだよ。あ、来た、255人だ。よかった、少なくて。よかった。多分、まとめて落ちたんでしょうね、これ。そっち落ちてないの？生きてる、そっち。255人だったら全員じゃないね。了解。落ちてないのだ。了解。この時間だからまだこれで済むんでしょうね。ゴールデンタイムだったら絶望的だよ。一回落ちて数千人待ちですもんね。まあさっきみたいに落ちましたっていうログを出しとけば優先的に入れるのかもしれないですね。一旦座ってないの。相変わらず健康診断の結果がズタボロだったんでいや、ちょっと食事制限をね、する日を設けてますね。さすがに毎日は耐えらんないんで、普通に食う日もちょっと、設けようかなと思います。モフ王子です。窓を開けるともふさんが警備してくれるのでうちは安全ですね。ペロ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 ペペペペペシュー。66人待ち。
来ました。復活です。中からですかね。外に追い出されてるし。はい。もう一回入ります。いや、そんな人多くねえじゃねえけど。騒音の原因を倒せ。イマジンの魔法ってのはどうですか？これですかね？イマジンアニマル。ピクトワンポン使います。お見事。次は今書いたポンポンの S を具現化してみる。で、これでイマジンポンポっていうのを使うっていう感じですかね。ちょうどそこの古びた基準があるから、意外と、S をイマジンポンポンで具現化してみるか。イマジン。ああ、なるほどね。これが攻撃なんだ。見事にポンポンの S を具現化できた。次はウィングを具現化してみるぞ。まずはピクトウィングで S を開く。ピクトウィングはもう毎回やるって流れなんですね。で、イマジンウィングで具現化。で、次のが出来上がった。ポンポンのウィングを具現化したことで、今君は2つの形の想像力が膨らんでる。モーグリのアイコンかわいいですね。それらを組み合わせれば、モーグリを具現化して技を離すことができる。それじゃあ実践に早速、モーグリストリームを放ってみる。これか。前方範囲ですね。すごい才能を思うほどではないけど、生かしたモーグリが生まれたこと。結構技が派手ですね、キャストだから。他にもハンマーの S を具現化することで、他の、戦中を作り出して、大空を描いたスカイの S を具現化することで、仲間たちに効果を及ぼしたり、いろいろできること。常に S を描き続け、次々に具現化して敵も味方も圧倒してしまうこと。ひとまず満足するまでここで自由に試してみるかも。先に進む準備ができたらモードに声をかけてみようと。練習しろって。こうして、うわこれもコロコロ変わるタイプですね。これがとどめしいですかね。ホワイトホール。もう試し書きは終わったから、それなら騒音の原因を探しに出発進行。先に進む。マップはものすごい狭いように見えるけど。あら、これどっかで見たことある。こう、はうけたじゃねえの。予想以上に魔物がいっぱい。ひとまずこいつらを蹴散らす。そうそう、色魔法を使えばパレットに魔力を蓄積することができる。十分に魔力を貯めたら、サブトラクズンパレットを使うと、より強い色魔法を使い、放ってるよと。レッドファイヤーからコンボを続ける。なるほどね。3段まで離すとパレットのインクゲージが少し増加します。同様に範囲攻撃のレッドファイヤーからのコンボでも3段まで離すとインクゲージがインクゲージが50になったら、サブトラクズンなら発動が赤みたいな感じですかね。そうすることで色魔法がより強力なものに変化し、より大きなダメージを与えることが可能となります。でも、ファイヤーをひたすらやっていけばいいってことですね。でもファイヤー対象になってねえよ。ちょっと待って。あ、いいのか。とりあえず貯めてけってことか、ファイヤーで。
ホワイトフォーリア大丈夫そうですか。これか、サブトラスパレット。これを使って、ストーンの色を使っていると。サンダー。で、ブリザードがすげえ。全部まとめていけんじゃねえか。ブリザード。はい。サブトラスパレットを使いこなせてるか。さすがの逸材か。この辺りのまま全部やっつけたクポを少し奥に進んでみるクポね。なんか暴れてますけど。なんか暴れてんのがいるけど。なんだありゃ。なんだよあいつ。見つけたクポ。あいつは騒音の原因に違いないクポ。さあ、今こそピクトマンサーの想像力が自在に発揮すると聞くぼ。自由にやれってことですかね。これ使えるようになったんで、こう使ったりとかさ。連打できるのいいっすね。じゃあこれも使ってみようか。順番のやつか。ほい。オッケー。キャスターっぽい面白さありますね。遠隔だからやりやすいし。赤よりやりやすいかもしんないですね。赤はなんか2つ使ってとか、2つの属性なんか均等に上げていかないといけないけど、さすがカーズ、僕が見込んだ冒険者だけは歩く。そこまで意識する必要ないですもんね。今はゲームと食事にソウルクリスタルから継承した魔法ののでだいぶ消費が減りましたね。タバコをやめたのとパチンコ行かなくなったのもでかいですね。勝利も決しておごらず、ナチュラルに謙遜するとは、その人間性には思わず帽子をかぶってないけど、脱獄。まあでもその回回復したりとかできねえのか。とにかく肺炎に入り込んできた魔物を退治できた工夫。これでご近所さんも夜な夜な、騒音に悩ませるこのく迷望するほど、ぐっすり眠れるはずか。なんか、霊付け覚えてねえのかな。人助けも終えたことだし、こんなジメジメした地下室をおさらばしてとっとと旧市街に戻るか。そこを覚えてるかどうかでだいぶ変わってくるんですけどね。完全に黒寄りになってるかどうかですよね。現状召喚と赤魔同士は使えますもんね。パッと見それっぽいのはないですね。睡眠はできるんだけど。ないですね。残念。蘇生はできません。蘇生はできません。
カードお疲れ様くも。改めて実に見事な戦いぶりだったと褒めておく。君はピクトマンサーとして駆け出しかもしれないけど、冒険者として旅してきた経験がよく生きていたくもね。カイソリムが、ピクトマンサーの道を歩む者たちに旅暮らしを進めたのに理由があるくも。知らない土地に赴き見たことのない景色を驚く。風で肌で感じ、香りに鼻をくすぐられ、地元の味に、支度を打つ。初めて出会う、動植物に触れ合い、時に危険を感じる。その経験のすべてが想像力を育む糧になり、絵画魔法をより、多彩に鮮やかに輝かせる。お戻りになっておられたんですね。心配になって様子を見に来たのですが、問題解決できたと考えて良いのでしょうか。ありがとうございます。これで頭を悩ませていた困りごとも全て解決。近隣住民だけでなく私もぐっすり眠れそうですよ。お二人とも重ね感謝を。あなた方のためにノフィカ様と精霊の恵みがありますように。同志さんも喜んでくれたよ。あの同志はもう出てこないのかな。クポはずっと出てくるってことですね。早くも、ピクトマンサーとして大活躍とね。これからモーグと一緒に旅するんだ。カイソリムがそうしたようにいろんな人を助けていく。いろんな地域に行くってことですかね、これは。もちろんモグの大切な友達を探すことも忘れてない。この街で少し情報を集めておくから君の修行に励んで俺を見て声をかけてほしい。あれみたいな感じですか？ガンブレードみたいな感じですかね。旅するって三国とか、石ガールドとかその辺だと思いますけどね。OK。というわけで終わりました。ひよこさん。ひよこさんどこだろうひよこさんを探せ。いた。いました。移籍してんのかな。いや違うな。受けてんのか。来た。おかえり。なんとか思いました。次は83ですもんね。じゃあもうメインクエですね、ここから。ここからメインクエになりそうですね。メインクエだったら、あれですね、賢者で行くよ。どうせ90ジョブじゃないといけねえしな。来た。じゃあ、とりあえずオールドシャーレアに飛びましょうか。オールドシャーレア。実地はいつものとこですね。完全にクルルがメインなんですかね、今回は。どうなんでしょうね。まあ行きましょう。あ、落ちた。さあ行きますよ。おじかつんじか。未知なる冒険へ。カードを借り、ついさっきエレンミルさんから連絡来たんだよ。なんでもトラル大陸に渡る船の調達にメイドが入ってあったみたいでさ。他のみんなも知らせてくるからメインホールに入って待っててね。メインホール。指定地点。暁メンバー賞勢ぞろいですね。
チーズ。うん、来たね、坊ちゃんたちが。文字から聞いたよ。私たちも旅立つ準備はできている。あとはエレンビルさんの到着を待つだけね。エレンビルか。うん。あ、来た。ああ、引き続きか、この虎も。またしたな。トライオラ行きの船の、乗船権を融通してもらえないかと。グリーナーズギルドシップに掛け合ったのがようやく目処がついた。残念ながら貸し切りってわけじゃないかな。博物学の研究者やら新天地を目指す職人やら他の乗客と一緒に向かうことになる。乗船させてもらえるだけでありがたいわ。出港まで少しばかり時間がある。話しておきたいことがあるのは今のうちだぞ。だから念のため確認しとくで、お前らトラウ大陸に行く目的を忘れちゃいねえよな。もちろんだよ。いや、完全に忘れていますけど。トラウ大陸を滑る国家、トライオラ連合国。次期国王を決めるだけの儀式、継承の儀。私たちは大長女である、ウクラマとの協力者として共に、継承の儀に参加するためにどうする。ああ、なるほどね。継承の儀に参加するのね。それはそれとして私とアルフィナは別の目的があるんだけどね。復興途上のガルマルドには諸外国や、異種族とどう和解して相互協力を行っていくかという課題が残されている。多不足国家のトライオラ連合国に行けば何か学び得ることがあるかもしれない。もちろん継承の議員は全力で協力するわ。それさえ約束してくれりゃ、あとはお前たちの好きにしてもらって構わねえさ。クルーだってじいちゃんのことを調べたいんだろ。うん。いや、なんか服がリアルになってんな。私が見つけた古い、手紙はウクラマツさんのお父様である例のグルージャジャ、陛下がガラフおじいちゃんに黄金鏡の調査を依頼したものだった。不思議なことにその調査についての記録は残っていない。本当に実施されたかどうか、そして手紙と一緒に残されていたこの耳飾りは何なのか。私はバルデシオン委員会の代表代行として、これらの真実を知っておきたい。トライオラがついたらおやつと、話す機会もあるはずだ。いっそ直接聞いてみたらいいんじゃねえか。そんな機会があればぜひ。大学のことなら他にも気になっている、奴がいるみてえだしな。来た。悪いが大学なんて俺は信じちゃいない。おたくらに同行するのはトライオラの上殿下から、現地の外大学を仰せつかったからだ。相変わらずの陰険ぶりだな。お前もいいんだよな。今更やめたってのは勘弁してもらいてんだけど。そこに冒険があるな。ウクラマと王様にしてみせよう。はは、いいね、頼りにしてるぜ。さて、おのおの決意を再確認できたところでそろそろ出発するか。モフ王子です。ツイッチのサブスクはすべてのアーカイブが見れます。YouTube のメンバーは先方でツイッチとほぼ同様のアーカイブが視聴できます。興味あればぜひよろしくね。多すぎる。エレンビル。この連中は知心の都に向かったと、よっぽど今回の旅を、楽しみにしてるのか。早速でな。乗り遅れることはないだろうが、急ぐに越したことはない。俺たちも行くとしよう。早速乗る感じですか。早いっすね、思って。からボイスかな。さすがは冒険者。未知の大陸への旅に期待で胸がいっぱいって感じだな。
それぞれに自分なりの目的があるにせよ、今回は世界の危機を救う旅ってわけでもないしね。まずはこの冒険を楽しみましょう。最初から気を抜くなよ。地図上ではトラル大陸との間も近く見えるかもしれないが、遭難事件が後を絶たない死の三角海域をはじめ難所も多い。リムサ・ロミンサのメルビブ提督が発見した安全航路があるとはいえ、優雅な旅とは程遠いだろう。まあ私がこっちに来た時は特に何事もなくて拍子抜けだったけどな。だとしてもその航路を通ってきた経験者がいるのは心強いわ。当てにさせてもらうわね。ウクラマトさん、エレンビルさん。おお、任せとけ。はーい、そろそろ出航するぞー。顔でこんな可愛い声出すんじゃね準備はいいか。乗船するぞ。こうして俺たちを乗せた船は出港した。80年ほど前にケテンラムという一人の冒険者が発見したエオルゼアのはるか西に位置するトラル大陸に向けて。待ってろよ親父。継承の儀を勝ち抜いてトライドラの王になるのはこの私だ。全く今までとやっぱ別物って考えて良さそうですよね。まあ登場人物はあれですけどね。暁メンバー出てくるんでしょうけど。BGM いいっすね。航海は順調か？ああ、ここまではな。だが海ってのは急に表情を変えるからな。いつ嵐が来てもいいように備えとけよ。なら今のうちに休んでおくか。オールドシャーレアンを出て随分経つのに見えるのは水平線だけ。分かってはいたけどトラル大陸は遠いわね。そういえば乗り合わせた人たちの中には何度かトラル大陸を訪れている人がいるみたいなの。継承の儀やトライオラについて話を聞けたわ。まだまだ後悔は続くでしょうから、あなたも聞いてみたらどう？む。この海を
専用エリアか。ちょっと待ってね。これを上げるね。上げるわ、ちょっと。いや、ここは BGM でかいっすね。いや、もう合わせづらいんですよね。ここはでかいんだ。ボイスももうちょい上げても良さそうでした。とりあえずはこんなもんにしとこうか。全員に会話します。代わり自然。手合わせ。ある日。いや、あんたも書けるかい。トライアルの時代の、お納めなのが誰かなんです。継承議に参加する、継承候補者は全部で4人。そのうちの1人があんたの一緒にいるウクラマと王女です。だからこの間載せてやったマムージャ族の話や他の、後継候補たちの、クセモノぞりらしくて、若いウクラマと王女にかけるやつは少ない。おっさんの虎みたいなのがわずか出てくるとですね。見たところ冒険者の方ですから、私はウルダーで貿易商を営んでいるもとに、エルザとトラル大陸、双方の特産品の交易を行っています。初めてトラル大陸を訪れるのは注意しておくといいでしょう。何せ向こうではエルザの常識は通用しないんですから。最もわかりやすいのは氏族に対する呼び名です。ミコッテ族はトラル大陸では、ヒーザーロ族。ロスカル族はシュバラーズ族という。いや、だから覚えらんねえよ、そんな。ロスガルでいいじゃねえかよ。ミコッテの名前変えんじゃねえよっていう。ただそれ第一世界ですら名前も違うんだからさ。トライアルに行くにはこれは初めてなんですよ。僕は、フォンジャテーンと言います。以前はウルザ派の宝飾店、エッシュ店で働いていたのですが、訳あって辞めることになりました。新規一転、シャーレアンを訪れていても働き口は見つからず、たまたまこの船に空きが出たと聞いたので乗り込んだんです。聞けばトライアルの連王はどんな種族も受け入れてくださる。懐の深い方だそうです。期待しています。ああ、今度こそうまくいくといいんです。まあ、無理じゃん。要はあんたエルザで見たことがあるの。確か有名な冒険者だったか。いや、もうエルザ風に話す必要ないか。どうにも俺たちにあのアクセントは難しい。とにかく、ってか、マムーじゃこんな普通に話せんのかよ。とにかくこれは最近まで傭兵をしてたのがいろいろあって多くの仲間を失っちまってな、故郷に戻って再起を図るつもりです。マムーじゃなく片言のイメージなんですけどね。約80年前、あのメルビュー邸とか安全航路を発見する以前にトラル大陸にたどり着いた初めてのユーズケテンラム。俺の憧れの偉大な戦たちよ。当時彼はトラル大国に初めて訪れた異邦人としてマムージャ族の王様にも手厚くもてなしてたらしい。帰り際に有効な貸しとして大量の銀製品を贈られたのだ。加えてケテンラムはポポでトマト、コーンなど様々な作物をユーザーに持ち帰って広めた。食卓にまで変革をもたらしたってことです。その後もケテンラムは何度かトラル大国を訪れたようだが、航海の最中に行方不明になってそれ継承不足が途絶えたんだ。偉大な、探検艦ですら移動時を落としてしまわない海の怖さだ。全員ですね。クルーか。面白い話は聞けた。種族名の話は初耳だ。後でウルクラマツさんとエベレンビルさんから向こうでの呼び名を教えてもらわなくちゃ。それにしてもだんだん風が冷たくなってきたので、みんなにも声をかけて客船室に入りました。で、ララフェルは何て呼べばいいんだよ。ララフェルの呼び名だけ覚えてやるよ、じゃあ。ミコっての絶対覚えらんねえから。
結局嵐が来んのかよ。どんどん揺れが大きくなってきたわね。酔ってんの？船酔いしてんのか、こいつ。どう？船酔いの具合は。バカ言うんじゃねえ。この私が船酔いなんざ。ただちょっとばかり気持ち悪いだけだ。それが船酔いって言うんじゃないの？エレンビル、君もトラル大陸の出身らしいね。ならば向こうにはビエラ族の集落が？現地じゃシャトナ族って呼ばれてるんだが、主に大陸の北側サカトラルで暮らしてる。シャトナ族。ご家族もそちらに？さて、父親は生まれた時からいなかったしな。名前すらわからないってのが正直なところだ。だが母親はいやー、こう落ちるパターンですかね。大丈夫かしら。やっぱ落ちそうっすね。どうやら状況はあまり良くないようだね。私たちもできることを手伝おう。後にも先にも俺はあれほど荒れた海を見たことはない。熟練の船乗りさえもが高波と強風に翻弄され甲板を滑り落ち、そいつを助けようとしたアリゼまでも危うく海に放り出されるところだった。危ねえ。いやー、アルヒノは止めてますね。片や冒険者は魔性壁発動機をやたらと的確に起動して落雷から船を守っていたな。さすがです。さすがヒヨコです。衝撃。普通に生きてれば使うことのない代物だと思うが、一体どこで覚えたやら。リヴァイアさんですかね。もちろんウクラマトも救助に奔走していたさ。どっちが要救助者だかわからないありさまだったがな。そんなこんなで嵐が過ぎ去る頃、俺たちはトラル大陸を見ずして疲労困憊のありさまだった。今にして思えば、この嵐から俺たちの継承をめぐる冒険は始まっていたんだ。晴れた。
誰もいねえのが気になりますね。やっぱ晴れたっぽいですね。うん。いや、よかったね。FF5 みたいな展開にならなくて、とりあえず。お前も起きたか。嵐が過ぎたらちょっとは気分がマシになったけど、大地の上じゃないと落ち着かねえぜ。早くトラル大陸に着かねえかな。見ろ、海鳥が飛んでる。陸地が近いって証拠だ。もう少し辛抱するんだな。一時はどうなることかと思ったけど、無事に到着できそうで何よりね。怪我を負った船員を見てきたけれど、容体は安定していたよ。この分なら彼も大丈夫だろう。何よりだ。それなら心置きなく小舟に乗り換えられる。トライオラの近海は岩礁地帯になってる。大型船じゃこの辺りまでが限界なんだ。ここまで運んでくれてありがとな。なーに気にするな。それが俺らの仕事だからよ。むしろあれだけの嵐に遭遇して何の被害も出さずに済んだのはあんたらのおかげだ。みんな継承の儀で勝つのはあんただって言い始めてる。これじゃあ賭けにならねえよ。お前らの期待に応えて王になってみせるぜ。モフ王子です。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。まだ船酔いが。俺たちで最後だ。他に言い残したことがないなら行くぞ。これサンクレットとか先行してついてるって思うんですかね。全然出てこない。透明はこのメンツ青い空と海、そして未知なる冒険。さあいよいよだね。ユーシス随分と楽しそうだな。歩きのがユーシスの声な。思い出しちゃう。ほら見えてきたぞ。私たちの新しい冒険の舞台が。あれが私の生まれ育った大地。そうトラル大陸だ。新エリアのちっちゃい拠点からか、もしくはいきなり街、これいきなり街っぽいな。早いっすね。オールドシャーリアもそうでしたもんね。よくよく考えたら。トライは。い
や、すごいっすね。全然違いますね、今までと。港町。あ、この BGM なんですかね、街の BGM。ゴブリンがいて、マムージャもいてっていう感じか。普通に獣人が住んでるって感じですね。すごい。多部族国家とは聞いてたけど、本当にいろいろな種族が暮らしてるのね。あそこにいるのはバヌバヌ族に似ているけれど、羽の色味が違っているようだ。うわぁ、バヌバヌ族もいるわ。バヌ、久々だね。お前らにとっては珍しいものだらけだろ。航路が確立してるって言っても、海を越えてやってくるやつなんてほとんどいねえからな。おまけにトライオラには遠洋航海できる船がねえから、出ていくやつだって稀だ。なるほ傭兵志望のマムージャ族がリムサロミンサの商船に乗ってたまにエオルゼアへ渡っていくぐらいだな。つまり我々はこの国ではとても珍しい存在だということだど。もね。うエーテライトに交換すればいつでも来れますからね。ところで勝手に上陸してしまったけれど、入国手続きは必要ないのかしら。へん、お前たちと一緒にいるのが誰だと思ってんだ。王様です。あ、王女か。王様じゃない、王女か。トツ国からの来訪者のようだ。ロスガルじゃない？ロスガル。いやー、ロスガルも出てきますね、しっかり。ええ、そうですが。我がトライオラでは現在、次代の王を決める儀式が行われようとしている。そんな時に怪しい輩が入り込まぬよう目を光らせているのだ。お前たち何しにこの国へ来た？ロスヤぐらいしか見たことねえような顔してます。ロス悪い悪い、こいつらは私の協力者なんだ。ウクラマト様、王女のお連れの方々でしたか？大変失礼いたしました。いいっていいって、仕事熱心な兵に恵まれて王女として頼もしいぜ。この顔でこの若い声で出す。では我々はこれで。声が若いよ。へえ、本当に王女様なんだ。どこからどう見たって王女だろうが。いや、わかるかい。ま、それはさておき。よく来たな、トライオラへ。お前たちを歓迎するぜ。トライよね。さあ、ここから楽しい探索タイムがやってきますね。あと SS タイムですね。とりあえずひよこさん来るの待ちましょうか。この辺で待ってもらっていこう。いや、もうすでに激重なんですけど、すげえカクカクしてるよ。いや、広いね。ちょっと広いね。
めちゃくちゃ広いやんけ。SS 取りまくってる。こうっすね。マジでもういい。何人いるんだろうな。お、来た。NPC も知ると。とりあえずそっちの方なんか SS 取りますね。人多すぎてあれなんで。向こう側城の方取りたいですよね。夜なのがちょっと残念。まあ、海の方も取りてえか。両方取れるような感じにしましょうか。海取るんだったらまずこう。モフおじです。面白い漫画は何かと問われたらこう答えるであろう。グランブルト。だいぶ今までと BGM が違いますね。グラビティデイズとかでかかりそうな BGM。それやっぱグループアート見やすいですね。むしろグループじゃないと夜は見づらくてもね。で、向こうがしっかり取るんであればこっちの方がいいですね。こっち。ちょっと歓迎する。これか。俺がずれた方がいい？ちょっと俺がずれた方がいい。はい。あ、いいんじゃないですか。あれちょっとなんか消えてるんですけど。思いだけか。びっくりした。
鮮やかとかも映ると思うんだよね。ああ、微妙かな。とりあえずさ、昼になるの待ってさ、シナリオ進めて。で、昼になったら、また SS タイムしよう。まあ、晴れててほしいですけどね。もう晴天です。快晴です。海とか降りれんの？降りれない。降りれないですね。昼間に時間作っても撮ろうぜ。夜は暗くて、あれなので。こういうね、吹き出しもちょっと見ていきたいですね。PC がもう重くて全然見えねえけど、で、ここはオールドシャーレンに行ける感じですね。うわ、無料だ無料だよ、まさかの。いいっすね。いや、これ確かに NPC 見えてなかったらかなりきついっすね。ひとまず無事に到着して何よりだ。途中予想外の大嵐に見舞われてはしたかな。トライアルに到着しました。いつでも行けますよ。トライアル連王国。早速できたけど、645。ちょっと待って、645か。まあ武器はね、じゃあ他のやつにあげるか。よし、トライアルに到着した私、まずは。まだ船酔いくん。まだ少し気持ち悪い。しばらく船旅はごめんだぜ。早速だがお宝にこの町を案内したい。継承の儀に備えて土地勘を身につけておいた方がいいだろうからな。ぜひお願いするよ。私としてもトライアルの街並みを見て回りたいから。それじゃあ私が案内するぜ。そんな状態無理しない方がいいんじゃない？もう見慣れない方々がいると思ったら、ウクラマト王女の従者でしたか。誰が従者だ。親王女、お体に問題でも船酔いです。全然トライアルの王女がなんかするわけねえだろ。こいつら、外津国から、来てくれた継承の儀の協力者だ。今から王都を案内しようと思ってよ。まあ素晴らしいよ。でもただでさえ外津国の方は目立つのに王女まで一緒だと私たちみたいな野獣馬が寄ってきて大変じゃありませんか。確かに。
本来市民が王族の方に近づくのは許されないでしょうが、ウクラマと王子は気さくに話してくださいますからね、つい声をかけたくなってしまうんです。私だってみんなに話しかけられるの嬉しいんだ。だからこれからも気にする必要なくていいよ。ありがとうございます。では私たちはこれで。いや、ロスが多いっすね、ここ。今の話は一理ある。いくらまた仮にもこの国の王女だ。そんな奴は見慣れない連中をゾロゾロと連れて歩いてきたら良くも悪くも目立ってしまう。仮じゃなくてもちゃんと王子だけど、まあですね、行月の時にあんま出てこなかったっすよね。ここは二手に分かれるなりして少しでも人目を避けた方がいいだろう。無視かよ。まあさっきの話だと、多分ビエラと、あとニコってあたりは多分出てくるってことですね。私はカーズとクルーを案内するか。なら俺はアルフィノとアリゼルか。一通り見て回った頃に私から連絡を入れるよ。厳しい船旅の後だ。定期休憩は取ってくれる。それくらいの時間があるから。じゃあ俺たちは行くとしよう。私たちはウクラマスさんの船を回復してからにしましょう。私はこの通り元気だぜ。ダメじゃねえ。いきなり同行かもしれないですね。この流れは同行ですね。私はもう大丈夫。これから継承の儀に挑もうってのはいつまでヒロロしてやんねえからな。じゃあまずはこの港について話しておくか。俺もらも知っての通りこの辺りの、海は難所が多くて、でかい船を入港させることはできねえ。だからこの港に出入りするのは、汽水の、浅い船ばかりだ。近海で漁をする、漁船や、川沿いに内陸と行きする2船さ。特にトラル大陸の南側、ユカトラルの各地からいろいろな部族が特産品を積んでやってくるんだ。で、そうして集まった品々が、並べられるのが港に隣接している市場、ベイサイドベビーってわけだ。行ってみようぜ。あ、来たね、どこ。あ、クルルも同行ですね。いや、オール様から撮りたくなっちゃうよね。同行してくれるの。ご表示です。再生リスト等にクリアと記載されている場合はクルルも無理やり中に可能性があります。浮いてますね。と記載されている場合は今後プレイする予定はありません。浮いてる。なんで浮いてんだよ。ここもいいか。ちなみにこれ座れないか。残念。じゃあレコリットダンス。
いや、やっぱ新抹茶楽しいですね。すまねえんだよな。やっぱり雰囲気はあれですね。グラビティデイズですね。グラビティデイズに似てるわ。BGM もそうだ。こんなに固まってるのあれ休憩してんですか？すげえいるけど、プレイヤー。すげえいるよ。あれですよね。船のイベントの時に、多分ずっとここに放置されてるっていう流れなんですよね。おそらく。まだっていう。気合い入ってんな。オッケー、見ましょう。まずアスクな。エイテライトある。プラザ。その辺になってる。ベイサイドベビー。このマークがついてるね。これなんだ？トゥラリービールス。リーブですかね、これ。わかんないですね。気持ちわかるかな。ここはトライアルの最大市場、ベイサイドベビーだ。港として直結しているおかげで、近海で取れた魚から、外強い国産の、貿易品まですぐに露店に並ぶのさ。欲しいものがあれば大抵は揃うと思うぜ。これあれかな。買い物できるのか。そうそう、トライアル取引に使われているのは、商売の民であるペルペル族が発祥の通貨だな。単位をペルって言うんだ。ただ最近はユーザーとの交易を増えていってるからお前たちのギルも使えるはずだ。ギル使えるのね。ちなみにここ東に抜けた先にも、ワチュメキメキマンカ会という別の市場があるんだけど、今他の案内したことがあるから今そっちはまた今度だ。次に見せたいのは少し戻って北の階段を登った先の広場だ。お前らがきっと動くと思うんですよ。これでライトプラザのところに来そうだっぽいな。でもちょこちょこ会話変わるんですよね、これ。
エーテライトプラズマとりあえずいけそうですね。さすがに今回はすぐ買えるあれですね。交換できそうな感じですね。はっきりしよう。なんで服着てんだよ、マムーじゃん。俺はマムージャのブネワ族って言うんだ。マムーク。故郷のマムーク。マムークは FF11 じゃねえかよ。マムーク存在すんのかよ。どうだ、ここアトルガンってことなんですね。天気はどんな感じでしょう。あれ、新しいとこ追加されてねえぞ。この辺か、この辺だ。基本的には曇り晴れか。さあ着いたぞ。あら、どうしてトライアルにエーテライトが？前にも言ったと思うけど、第二王子のコーナー兄さんがオールドシャーレに3年間以上がしていてな。それですっかりシャーレアンかぶりになっちまってエーテライトの知識を持って帰ってきたのさ。で、兄さんの話を聞いた親父が導入を即決したってわけだ。なるほどね。ありがたいですね。交換ってのを済んだら次は階段を降りてすぐ横の坂を登っていくと、その先に北部大陸、坂トラルに続く門がある。門を目指しつつ途中にあるトラル、幽連体の詰め所、ブライトブルームポストに寄ってこうぜ。また会話変わるんでしょ。ちゃんと交換したからって言ってますね。交換します。天気一応見とくといいよ。このエリアの真ん中辺がそうだね。パッと今んとこ曇りとかしかないんで、それ以外の天気が何があるかわかんないですね。南国なんで、基本、そうか。どっちかモードシャーレはいらないっすかね。いや、もう拠点するわ。拠点します。モードシャーレをどうするかっすよね。モフおじです。 YouTube の動画は毎日更新してます。どうぞご自由によろしくお願いします。モードシャーレ行かねえと登録できないのか。いや、不便なの。まあいいや。とりあえずこれ登録したんで。で、次に行くのが、だいぶ離れてますね。じゃあ、あれですか、順番に行きながら探索しながら行けばいいか。こんな家とか入れるんですか？家入れんじゃん。すごいね、これ。椅子とかあるね。椅子。もう外側の方がいいですかね。ちょうど朝日も見えていいんじゃないですか。もしかしたら上も普通に取れるかもしれないですけどね。なんで、とりあえずざっくりいいか。階段があるんで。
せえな、土。上行こうぜ。上行こうぜ。結構高いな。結構高いです。3階建てっぽい。ああ、でもこっちは座るとこねえわ。ギリギリのところ行けそうですけどね。ああ、まあそうですね。自由度あっていいですよね、街の中。こうですかね。こうですかね。ああ、いいっすね。なんでもいいですよ。まあ、クルーさんの動向とかもほぼなく、先行ったら多分またないでしょうから、貴重だと思いますけど。いや、やっぱだいぶ今までと雰囲気が違うね。あそこまでやっラザハに似てるかなと思ったんですけど、やっぱ全然違うね。で、これが昼間の BGM か。うわ、すごいっすね、この長い上り坂がある。この辺とかも全然探索してないんですよね。そう考えるとめちゃくちゃ広いっすね。この辺全然探索してない。どうせならそこの坂登っていきましょうか。吹き出しもあるし。いや、いいっすよ。このプレイヤーがいっぱいいて、こう活気立ってるところがいいっすね。右へもプレイヤーが走ってるのよく見えますね、ここから。そうみんな探索してるんですかね。うん、オッケー。もう坂登ってる。坂登ってる。いい。すげえ登り坂だ、ここ。急すぎだろ、この登り坂。スプリントとか取っても面白いっすね、こういうとこ。すげえ登り坂。スプリント取る。ちょうどみんないるしね。
坂を登る。オッケー。行きますか。吹き出しがある。これ先に進めないとあれが出てこないですかね。手帳のやつが。手帳のやつ出てないですね、今のところ。あれやっとかないと探索ははかどらないですからね。探索手帳。わあ、もうそっちとかもう景色良さそうじゃないそことか。なんかあるもんね。SS ポイントっぽいとこ。ここなんかいかにもですね。いかにも。畑があるんですかね。畑ポイント。畑ですね。モフオジです。町謎解きは時扱いなんで、間かければ解けるレベルでお願いしマウンます。トはできないっぽい。攻略サイト必須なのはやめてください。無人島っすね。無人島なんか食ってる。あー、なんか食べればいいのか。リンゴかなんか食ってる。確かにリンゴっすか、これ。ちょうどリンゴですか。寄り道だらけ。もうこっから先は行けなさそうですね。マップ的に。行けないですね。小座丸かってのがフィールドですかね。うん、オッケー、行きましょう。あ、しかもここに家があるんです。家あんのかよ、ここ。あ、開かねえわ。ここ開かないっぽいですね。さらに坂を登る。
いやー、高低差あるね。すげえな、高低差。基本的にこういう建物は入れないってことでいいのかな、多分ね。一応確認するけど。入れないですね。基本的には入れない。まあ確かにマップに入れるような感じになってないですもんね。遺跡みたいな感じですね、家が。さあ、エーテライトありますね。エーテライトある。ボマチ。あ、そこが目的地っぽい。詰め所、詰めどころ。訓練をしている。ここはトライアルの国防と、治安維持を担う、トラル幽連隊の詰めどころだ。その隊長はトライアルでも最も強い奴がなると決まりでな、追当初からずっと連王である親父が務めてきたんだが、3年前に第一王子であるゾラージャ兄さんが、職責を受け継いで2代目隊長に就任したんだ。明治ともに親父に並ぶ武人として認められたってわけさ。ゾラージャ。これに比べて私ときたな。いや、とにかくゾラージャ兄さんを含めて、ミケたちのことはまた別の機会に、詳しく話せ。ある日のたちにも知っておいてもらいたいからな。さあ、次はいよいよとサカトラルス関門に行くぞ。トリダンとかオールを北に進んで先だ。いや、マムージャわんさかいいんじゃねえか。すげえな、マムージャだらけじゃねえよ。ほんと。あとロスがあるか。ロスがある。やり合ってますね。やり合ってんな。すげえ細かいっすね、これ演出。なんか応援してるし。OK です。ぐーってこう裏側に回るだけか。入れる。入れんだ、ここ。ラファージャ。
入れるとか覚えとかないとですね。とりあえず。まあ確かにマップ見ると確かに入れる感じになってんのか。だからここも入れるってことか。なるほどね。マップ見て判断すれば良さそう。こっち先見るね。集中力を切らすな。ロスガル魔法使い。カチャージ。フヌイリーというと東大なんだ。ああ、ここなんかでかく見えしたとか。中には入れないですね。これが鬼人ですか。ここは入れるっぽいんですよね。多分入れる。誰もいねえか。こういうとこにあれがありそうですね。探索手帳。バカでかいもんだろ。この扉の先にはこれまたバカでかい橋がかかってた。それ100年前に、ヨカフイ族っていう巨人たちが作ったらしい。トラ大陸は厳密には2つの大陸に分かれている。トラヨラの町がある母なる、南部大陸ヨカトラルと、橋の先に広がる父なる、北部大陸サガトラルだ。神話ではもともと一つの大陸だったそうだ。太古の昔に二中の神が戦った時、一方の神が、倒れた衝撃で大地に亀裂が入って二つに分かれたって伝えられている。なんだかハイレインとゾディアークの関係を思い起こさせる壮大な神話ね。ところで北側のサカトラルもトライオラ連王国の領土と考えているんだし。ああ、そうだぜ。私の親父はすげえだ。二つの大陸をまとめ上げて一つの国を保護したんだから。トラル大陸じゃ長いこと部族間の争いが絶えなくてなんだけど親父が各地を巡って戦いを終わらせたことでようやく平和な世が訪れたのさ。だから私はこの平和を守るための王位を継ぎたいんだ。で、人が決意を語ってるっていうのは扉の先に広がるサカトラルの方が気になるのか。橋を渡るには通行許可証が必要なんだけど、継承の儀が終わるまで新規の発行中断されてるんだ。まあ私が王になったらくれてやるから楽しみにしてる。約束だぞ。ね、私2号はね、絶対に王位を継いでお前を向こう側に行かしてやるよ。
ったっぽいかな、これ。案内を再開するぞ、つってね。もう一通りは回るって流れなのかな。だいたい街の半分ぐらいは歩いたかしら。半分行ったんだ。トライアルはこれまで訪れた農国による文化が違っていて見て回るだけの楽しみはね。武器は後でいいな。オートユーラン。次は街の西側のグルージャジャジャ、凱旋街もに見に行きだから、気球発着場に寄っていくぜ。トライアルにはそんなものがあるのね。他にもまだまだ案内したい場所があるんだ。この辺りで満足したら声をかけてくれ。まあ、筆跡同行ってことですね。グルージャや凱旋門は街の反対側だ。途中気になることがあったら声をかけてくれ。同行継続。リアル探索レベルで疲れますよね。広すぎて。走ってますね。ひよこさん走ってますね。大体クルーとひよこさん同じサイズぐらいですかね。同じサイズですかね。まあ反対側行ったら反対側でまた景色が全然違うのかな。楽しみですね。西側に行って最後に真ん中の城みたいなところに行くっていう流れですかね。それにしてもトライアルの人たちはどうやってこの山の上に町を作ったのかしら。もともとここにはヨカフイ族が建てた神殿があったのさ。サカトラルに大橋を、かける際、大海峡港の、そこに眠る神を起こさないように沈めるためだ。数百年前にヨカフイ族が去って長らく放置されていたんだが、親父が国を起こすとき、ちょうどトラル大陸の中心にあったその、神殿跡を、改築して大きにしたんだ。その時集まったのが労働者たちの住居がトライアルの町の基礎になっていったわけだ。よし、ちょうど話に出たことだし、トライアルは、最大の居住区、翼峡の町に通っていくぞ。この階段を登ってたっけな。シナリオを進めていくとやっぱですね、ここに行ってないとこに行くって流れになりそうですね。ちょっと会話してみます。いや、この階段かなり急ですけど。かなり急だよ。途中に吹き出しがあって、なんか神社みたいなのがありそうな雰囲気ですよね。あれ、ひよこさんがいねえ。あれどこ行ったいてねなんかやってますね。子供がいいのかな、これ。こんな遊び場も用意されてるっていう。吹き出しどこだ？この上か。この上ですね。
やーもう徐々に、やっぱ景色がすごい、すごいことになってきましたね。高いから。親父の王宮。他の場所から行くよっつってね。あ、こっちが目的地なんだ。じゃああれっすね、エーテライト寄ってこんですね。取ってもいいけどね。高っ。チャブラーシャ。トンビリが走ってきて、トンビリが。いやー、でかいっすね、この。でかいわ。羽毛広場。水もあるっぽいですね。スラーじゃないかな。涼しいぜ。涼しいぜ。あそこの滝とかあるんだ。滝。涼しいぜ。この時期に。滝。さすがにその上は登れねえか。さすがに。残念。ボロクレーンオンビュー。なんかさすがに、あ、入れんのか。うわ、今の時点で入れるんだ。で、広いっすね。めちゃくちゃ広いの、こまた絶景ポイントとかもいろいろ探してみたいですよね。一回じゃ全部探索試験。ああ、ここにもちもち来るんだな、イベントで。これ以外ないっぽいっすね。あ、じゃあこう後で行きましょう。いや、重い重い。プロトンかけてもらおう。これそのまま西側に向かっていけばいいっすね。ダイブする。いけないっぽいね。ここはいけるのか。とかちょこちょこあるね。1000枚建ても。なんも椅子一個もないっていう。下の建物が普通の家なのか。あれ、屋上みたいな感じですかね。
ちですね。エーテライト。はい、オッケー。ここは居住区ね。どんな人たちが住んでるの？ヨカトラルを根拠地にするマムージャ族、シバラール族、ペルペル族やモーブリン族にハヌハヌ族、それからサカトラルから移り込んできたトワラータ族、ヘイザーロ族、シャツノ族、わかんねえよ。まあそんな具合でトラル大陸中からいろんな部族が集まってるんですよ。まさに多部族国家であるトライヨラノシクですね。建物ごとに、部族特有の文化を思わせる飾り付けもあって本当に刺激を受けるわ。そう言ってもらえると私も嬉しいぜ。じゃあ次はこのまま階段を登ってるぞ。あ、降りていくぞ。そう。日差しがする。子供たちが遊んでたらこれのこと見てってんのか。これ何族だ？普通のヒューランですかね。もうさ、見えねえよ。とりあえず吹き出しがある方に向かってみましょうか。いや、これ道覚えるの大変ですね。かなり。いや、だいぶ複雑ですよ、これ。ひよこさんが迷子になるレベルですよね。太鼓。じゃあできるじゃん。アルパカポーター。あのアルパカに乗るんですかね。レンタル。あれレンタルっすよね。レンタルがアルパカなんですけど。アルパカ。まさかのアルパカだよ。利用する。今はまだよって言ってるね。そっか。現地に行って登録しないとダメなのか。ちょっとアルパカ1枚取りたいっす。アルパカもうこの地域しかいないっすよね。真顔で見んじゃねえよ、もう。アルパカと撮ってるね。かわいい。かわいいっす。クルはどこを見てんね。こういう感じになってるのか。ってことは、このあれですね、マウントも後々取れるってことですよね。ありがとう。
行くぜ。どっちに行けばいいんだ。あっちか。あっちですね。天気が悪くなってきた。ここは気球発着場だ。どうだ、覗いた。気球に乗れるんだ。飛行船の代わりですかね。外つくには飛行艇という空飛ぶ機械があるらしいが、トライアルじゃ酔っ払い、気球に使ってんだ。なるほどね。こいつが作られた経緯はエーテライトと同じさ。こんな兄さんがシャーレアンから持ち帰った知識を親父が選ぶ気に入ってのは3年前に導入されたんだ。気球ができてから他の集落との、交通の便が良くなったよ。辺境にある村との、交易も随分楽になったって話だぜ。さあ次はいよいよ最初に話した目的地、グルージャジャジャ凱旋門に向かうぞ。あ、これも戻るんだ。いや違うな、さっきのとこだ。気球と聞くとイクサール族。ああ、確かにイクサール族気球乗ってたね。なるほど。やっぱ建物作りは基本的には一緒っすね。3階建てになってるやつですね。あそこエーテライトあるわ。でかいね。乗れない感じっすかね。あそこ階段あるから乗れんのかな。気球乗れそうっすかね、ここから。なるほどね。近くまで行けるっていう感じか。乗れはしないですね。さすがに乗れないですね。さっきのとこ戻りましょうか。こいつはグルジャジャジャ凱旋門だ。ヨカフイ族がいた当時はヨカトラ関門と呼んでたらしいが、トライオラ建国を機に誰からともなく親父の偉業を叩いてそう呼ぶようになったんだと。門の先はヨカトラルの西側にある湿地帯、コザマルカに繋がっている。継承の儀の内容によっちゃ行くこともあるからな。コザマルカ、一体どんなところなのかしら。ところでここに来る途中に見かけたあの動物はアルパカ？アルパカ。あいつアルパカだ。見ての通り恐ろしい獣だぜ。恐ろしい。恐ろしいというか愛らしいように見えるけど。いずれお前らにもわかるっすね。
そんなことよりもう一つ見せておきたい場所がある。トライアルが一流であれを欠かすわけにいかないでついてきな。まだ寄り道があるんだ。いなくなったんですけど。あっちらしいですね。もうここ外ですけどね。まあ外行けるんですかね、これ。普通に。運行制限しておりますって書いてあるね。なんか普通に行けないってことですね。あ、行けねえわ。行けねえ。行けないですね。残念。進めないとダメっぽいよ。トライアラのことが知りてえのはこいつを見りゃ一発よ。この石塔でトライアラのことが分かるってどういうことかしら。フルのやつ興味津々だな。王が歩んだ旅路。ウクラマスさん、この石塔群をパッと見ただの石塔に見えるだろう。だけどお前らのほどのやつならこれが何なのか分かるんじゃないか。さあそこに立って観察してみろよ。よっとも、あ、これですか。スキップすることはできないため。了解です。ああ、それぞれ絵が違うんですかね、この石塔の。うん。書いてないのもあるね。暗くてよく見えねえけど。これらの石塔に刻まれてるのは絵文字かしら。まるで物語のように異なる場面が連なっていて、その大半が2つ頭のある、マムージャ族が書かれているわ。ということはもしかして、私の親父、蓮王グルージャジャレが、この国を、起こすまでに辿った旅路が書かれているんだ。その名もトライオラ、親父と絆を結んだとヨカトラの部族たちやいろいろな異様が刻まれているのさ。この国を知る上でこいつの存在は欠かせないからな。時間をかけてじっくり見ていいぜ。ちょっと待って、調べろになってますね。全部調べられるのか。こいつは友の章の石塔だ。書かれているのは、外津国から来た、なんとかって探検家は、親父に謁見しているところらしい。もしかしてケムンラムのことかしら。ああ、確かそうだね。そのケムンラムってのをトラル大陸を訪れたことが親父が旅に出るきっかけだったらしい。親父は外津国から、来訪者がイラク機に行って、外と友と呼べる間柄だったらしいが、そいつはどうなったのかしら。ユールザでも彼の消息については伝わってないよね。しばらくの間は、トラル大陸の間を行き来したみたいだけど、何度目か航海が行方不明になったそうだ。こいつは足の章の石塔だな。コザマルカに集落を持つハヌハヌ族と親父の出会いを書いている。カラフルな羽を持つバヌマン族とよく似た人たちのことね。雲海のバヌマン族をよく知るアルヒノ君は気になって仕方がなかったみたい。そのバヌバヌってのは知らないけど、ハヌハヌ族はなんで、歯なんで。陽気な面白い奴らでよ。集落で変わった祭りを開くことで有名だぜ。ごめん。食の章の石塔。
これは、食の章の石塔だ。見ればわかると思うが、描かれているのは私と同族のシバザラーズ族だ。シバラーズ族とマムーンジャ族は長年戦争を繰り返してきた。根拠地にしていた森の支配権をかけている。その戦いを親父が止めたことがトライアラ建国のきっかけとなったと言われているらしい。シバラール族、私たちがロスガル族と呼ぶ種族。ボジア地方のヘリオンは、指導者である一人の女王を多くの男性が支える社会構造をしているらしいけど。なるほど。逆ハーレムですか。トラル大陸では男性と女性の間に身分の違いないように見える。ところ変われば品変わるということかしら。壺の章。これは壺の章の石塔だな。コザマルカのモブリン族のことが。これはモブリンなんだ。おかしなマスクをかぶってモブと言ってる奴らだけど、こいつらを売る、金細工や、銀細工はそれは見事でな。贈り物定番って言われてるくらいだ。バヌマン族だけでなく、ゴブリン族に似た種族までいるなんてね。手前の部分はよく見たか。だったら次は、奥の石塔を見てみようぜ。あ、これ、ウクラマ島が最後なのか。そうすると次のところに行けるのか。なるほどね。奥。いや、奥は奥であんのかよって。何個あんだよ。いや、4つあんじゃねえかよ。どんだけだよ。金の章に書かれているのはオルコパチャを根拠地にするペルペル族だ。通貨を生み出しただけあって、商売の民として知られて各地を上昇で回っている。トライアルの市場だって、連中を知ってるんだぜ。見た目は仮面をかぶった子供みたいに見えるけど、計算高くて口もうまい。まさに商売上手さ。風の章。もっとこいつは私が一番好きな石塔だ。名付けて風の章。伝説のトラルビドラール、バリガルマンダとの戦いだ。トラルビドラールっていうのは長く生きることで獣の枠を超えて尋常じゃねえ力に目覚めた存在のことさ。前にタタルさんから聞いた、東方の自重の沸騰してるわね。はあ、はいはい。あいつらか。同一かそれとよく似た、存在というかですね。いたね。玄武とかですね。かつてバリマルガンダは、生きる天才と呼ばれたらしい。歴史の中で幾多も、目覚めて破壊の限りを尽くして人々を恐怖に訪れた。だけど80年前に事態が変わった。親父と仲間たちが死闘のせいにぶっ倒してオルコパチャの山奥に封印したのさ。バリマルガンダは、トラル大陸で力の象徴でもある。だからトライオラ連王国の、国章にも描かれている。連王牛の、装飾にも用いられているわけだ。墓の章。これは墓の章。トラル大陸一の、体の大きな連中、ヨカフイ族が書かれている。昔、ヨカフイ族は生まれ持ったでかい図体を武器に、ヨカトラルの支配者として君臨していたらしい。南を制した奴らは次にサカトラルを進出した。サカトラル、関門の先に大橋を架けることだよ。その後何があったのか一時を境に支配者の、座を捨て、オルコパーシャの山奥でひっそり暮らすようになったんだ。あいつらがトライオラに降りてきたことなんて見たことがねえ。こんな山の上に神殿や大橋を作る力を持った、ヨカフイ族は、どうして歴史の、表舞台から姿を消したのかしら。何も書かれていない。この石塔には何も書かれていないみたいね。親父はこの国が新たな路を進む時のために残してあるんださ。何のこっちゃわからねえな。後々に追加される可能性があるってことね。もういいのか？満足した。それは何よりだぜ。それ8個も見せられたら満足と歴史の勉強したら腹が減ってきたの。船旅の間は何も喉を通らなかったし、無理やり食って戻ってきまうしね。よし、なんか食いに行こうぜ。トライアラで一番うまい飯は教えてやろう。
まあ、この映画ね、シナリオを進めていけばね、もっと覚えられるんだと思うんですよね。それは楽しみね。進めないと覚えらんないですね。ここにエイトライトあるから寄ってこうか。上角。これ何になってんの？橋になってるんですか？予約で詰まって、なんか店があるのか。ああ、店があるんだ、奥に。まあ、いいか。行くなら行くけど。天気がね、もうちょい良ければなんか。結構曇りが多いのかもしれないですね。レストランですね。お前らタコスって知ってるか？トウモロコシ粉で作った生地を焼いて肉や野菜を包んだトライアの名物料理のことさ。タコス食えんだ。この街のタコスを出す店は多いけど、ここシャバーブチェの味が好きなんだ。ああ、もう食いたくて、早く食いたくて我慢できねえ。そこの階段降りて天使のブルゲブと話そうぜ。ご飯タイムらしいです。ご飯タイムらしいです。下ですね。いやー、NPC 多いな、ここ。ああ、ここいいっすね、ここ。外でも食える、あれですか、食えるってことですよね。海の家みたいな感じですね。完全に海の家みたいになってますね。いや、重いな。ブルケブ。ブルケブのおやっさん。おやっさんの絶品タコスをこいつらにも食わしてやりたくてさ。人数分包んでくれるか？ウクラマト王女のお連れとあらば手は抜けねえな。最高のタコスを作ってやるから待ってな。
トツ国に行っていた降臨戦闘団が帰ってきたんだとよ。なんでもあっちで停滞失敗をしたとかで団長含め大半が行方不明らしいが。ああ、戦闘団を立て直すため黄金鏡を探すんだとか。これまで何人があの伝説に挑んで行方知れずになったが、せっかく生きて帰れたってのに無茶しやがるぜ。こっちじゃ黄金鏡は随分有名なのね。ああ、誰も見たことがねえから実在するのか疑うやつは多いけどな。エレンビルの野郎みたいにさ。実在するかわからないもののために蓮王自ら調査依頼を出すものかしら。うん。絶品のタコスも手に入れたし、どっか見晴らしのいいところで食べようぜ。雨降ってますけど生まれとるやんけマムーじゃん。これは誰かと思えば王女様じゃありませんか。うわー、顔2つあるよ。ゲお前たちはこの辺りじゃ見ない顔だな。きっとトツ国から連れてきた人たちだよ、兄じゃ。なるほどな、弟よ。つまり王女様は継承の儀を勝ち抜く自信がないからわざわざ異国人に泣きついたということか。いきなりご挨拶じゃねえか、バクージャジャ。おっと、王女様に名前を覚えていただいてるとは光栄ですな。さすが兄じゃだね。お前だってバクージャジャだろ。王位を争う相手なんだから名前ぐらいは知ってるってだけだ。じゃあ彼も蓮王の子なの？いや、こいつはくだらねえ家族ごっこしてる連中と一緒にするんじゃねえよ。こんな劣等種のメス猫ちゃんと違って俺様は選ばれし相当祝福の兄弟だ。蓮王グルージャジャを告げる唯一の存在ってわけよ。トライオラは多部族国家だ。どの部族だろうが王になる権利はある。ならここで試してみようじゃねえか。メス猫ちゃんにその力があるかどうかをな。どちらにしても王位に座ることができるのは継承の儀で選ばれた人だけでしょ。なら今無駄な体力を使うこともないんじゃないかしら。メス猫ちゃんがチビ猫ちゃんにかばってもらってるね。こいつは傑作だ。ここはいつから猫ちゃんの王国になったんだ。てめえ。あれが相当のマムージャ族。知識としては知っていたけれどこの目で見たのは初めてだわ。相当として生まれたやつの中には
いつか親父のような蓮王になることを夢見て突国へ武者修行に出るやつがいるのさ。そっちでも知られてるのはそのせいだろうな。他にも継承の儀に参加する総統はいるの？いや、爆雨じゃだけだ。総統ってのはトラル大陸でも珍しいんだよ。そもそもマムージャ族は3つの部族に分かれててな。まずフビゴ族、それとブネワ族、最後にドプロ族だ。いっぱいいるね。茶色い鱗のフビゴ族と青い鱗のブネワ族の間にごく稀に相当なマムージャが生まれてくるらしい。力と魔力を兼ね備えた最強の存在としてな。顔の見た目が違うんだ。だからバクージャジャは祝福の兄弟だなんて言っていたのね。そんなことよりもう一度タコスを買いに行こうぜ。嫌なことがあってもうまいもんを食えば忘れられる。やあ、状況はどうだい？こちらはめぼしいところを見ることができたよ。これでいつでも継承の儀に臨める。蓮王宮の前に向かえばいいかな。わかったわ。ウクラマトさんにも伝えておく。残念だけどタコスはまた今度にしましょう。おいしょぼん。せっかく来たのに食べらんねえって。いやー、かわいそうっすね。そこメーテライト交換してないですね。タコスの味は気になるけど、今は蓮王宮でアルヒノ君たちを合流しましょう。蓮王宮は、トライオラで最も高い場所にある。さっき通った欲求郷の町の方から登っていってもいいし、突進大路の東からマークのエーテライトに行きます。道に慣れ方どうかを試すためには、ボロク蓮王宮で中古にしようぜ。ああ、腹減った。そこエーテライト。こことあと東のところに行ったら全部開放ですね。ラザハの時みたいに一直線じゃないんで、その辺はやりやすいですね。結構いろんなルートから行けそう。あっちの交換先行っていい？あれ終わらして、で飛んでいこうか。あ、ちょっと待って。ごめん。ちょっと、メール受け取った。っすね。PO じゃなくて、これですね。これがあれば、レベル90のやつは経験値もらえますからね。時短と、90のやつを装備しときたいんだよな。違うな、これじゃねえ。こっちか。こっちっすね。91までは経験値ボーナス。ああ、これ最初のとこじゃん。
最初のとこっすね。めちゃくちゃ雨降ってんな。いや、この辺も南国ならではですよね。すげえ雨降ってる。タコスのちーちゃん。ここもタコス売ってるんだ。あー、スクリップはこうっすね。ここであるっぽいっすね。なるほど。ロエナとか言ってるし。いや、もうどこにでもいいあるな、ロエナ。あ、いた。バヌバヌ。バヌバヌいたね。もふいな。もふい。何見てんのこれ。魚っすね。ウツボみたいなね。ああ、これ水槽に入ってんのかな。絵じゃないっすね。なんかいろいろ見てあります。魚っすね、魚。これいけないですね。ここまでっぽい。じゃあそこのエーテライト。どうやっていくんだろうな。ここから降りる。あそこ呼び鈴もここにあるっぽいね。じゃあマーケットどこにあるんだ。この辺マーケットないんですかね。入り口の方ですかね、多分ね。この辺、あ、入り口の方ですね。じゃあこれで飛びましょうか。っすね。どこに飛べばいいのか。ここっすね。バロクレンオギューメ。あれ、なんか1個解放されてない。いや、これ全部ですよね。これ全部ですよね。これ中に入る。ロスガルが走ってる。街を一通り回ったっていうことですかね。アリゼ。エレンビルもしれっといますね。お、来たか。これで全員揃ったぜ。相変わらず腹減ったままでやることはやらねえとな。あとで波イカに飯を作ってもらうか。誰だ、ちっちゃい。エレンビルか。エレンビル。
物語が大きく進展するためカットシーンが連続して再生されます。あー、これ長いっぽいね。こっちも一通り街を回ってきたぞ。こいつらにとってトライアルは珍しいことばかりみたいな。すぐに脇道をそれようとする二人を制すに苦労した。アルヒノたちの気持ちよくわかるぜ。シャーレアに行った時私もそうだったからな。よし、トライアルの案内もできたし、そろそろ親父に報告しに行かねえとな。継承の儀の協力として連れてきたお前らのことを。まあ、親父はとっぽい知らないことをするのが好きなじじいだから報告だけは終わらねえかもしれねえか。それも追いついてるっしょ。やり合ってますね。ごっついのが。あれがレン王ですか。ちっちゃいの。あ、ちょっとエスティニアンがいいんじゃないしれっといいし。よく迷子にならずに来たの。エスティニアン？どうしてここに？っていうか何してるのよ。なんだ？お前らの知り合いか？うちの親父、強そうなやつを見かけるとすぐ王宮に呼んで手合わせしちまうんだよ。たく困った王様だろ。ということはエスティニアンさんと戦っているのがレン王グルージャジャ。ここまでだ、トツ国のやり使い。わしの可愛い娘が訪ねてきたみてえだからよ。気づいてなかったんだよ。それにしてもここまで強えやつと会ったのは久しぶりだ。長生きはしてみるもんだな。ならいいことを教えてやる。あの男はさらにやるぞ。あの男はさらにやるぞ。来たね。認めてるんだ。ほう、そいつは楽しみだ。まさか君もトラル大陸を訪れていたとは。東は見たからな。次は西にと思っただけだ。旅の理由はそれで十分か。君らしいよ。たまたまかよ。それよりも見ただろう。頭が片方眠っててあれだ。本気だったらどうなっていたか。眠ってる。うん。かぶってます。親父もだいぶ年だからな。部の頭は老いてますますって感じだけど、リの頭の眠る時間が長くなってきてるんだ。顔を覆う装具も魔力の回復を促すためのものなんだってよ。うん。そんなことよりラマチよ、お前の話を聞かせてくれや。ラマチ？ああ、私の愛称だよ。家族はみんなそう呼んでる。ラマとかラマチ。
なんて珍しいじゃねえか。なあエルネ。お久しぶりです、蓮王。海向こうではエレンビルと名乗っておりますので、どうかそれで。ほう、そうなのか。で、残りの連中はラマチの協力者ってところか。へえ、どいつもいい面構えじゃねえか。まとめて一戦交えたいところだが、あまり時間がないんでな。すぐに他の継承候補者たちを集めさせよう。なら俺は旅の続きに戻るとするか。じゃあな、お前たち。いや、相当のやつやっぱでかいっすね。一番。これで全員揃ったな。我が長子ゾラージャ、自子コーダ、ニコってじゃねえ。バッシウクラマト、ね、こいつか。そして祝福の子バクージャジャよ。お前たち4名にはこれより継承の儀に挑んでもらう。わしの後を継ぎ、この国の次代の王となるべき者を選ぶためにな。わしも年を取って半身である李の頭は眠ってばかり。いい加減連王としての体裁を保てんというわけだ。しかしいかんせんトライオラの王が変わるのは初のこと。どうしたもんかと考えて、この国を起こす前からあった方法を借りることにした。それが継承の儀だ。もともとはマムージャ族が王を決めるための儀式でな。もっぱら相当同士で競ってたもんだったが、わしが起こしたトライオラは他部族によってなる国。二代目の王は相当どころかマムージャである必要さえない。そこで我が実子ゾラージャンのみならず、養子であるコーナとウクラマトにもその資格を与えることにしたわけだ。だがそれだけでは真に全ての部族に機会を与えたとは言えん。故に先の舞踏大会の勝者も参加させることにしたのさ。舞踏大会の勝者。それで俺様がここにいるってわけよ。そっちの一つ頭君はビビって武道大会に参加しなかったようだがな。兄さんはトラルビドラール討伐の任で幽連隊を率いてサカトラルまで遠征に行っていただけ。そうとも知らずに言いがかりをつけるとは、なんとも滑稽ですね。じゃあ次はお前らが最も気にしているであろう継承の儀の内容についてだ。儀式の勝者となって
王位を継承する条件、それはヨカトラルのいずこかにある黄金鏡っすかね。黄金鏡を見つけ出すことだ。やっぱそうなりますよね。父上、一つよろしいですか。おお、なんだ。黄金鏡といえば、この大陸に古くから伝わる伝説。いえ、誰も見たことがないのですから、もはやおとぎ話のような存在と言えるでしょう。それを探せということは、実在する確証があると。ああ、黄金鏡は間違いなく存在する。他ならぬわしがこの4つの眼で見てきたからな。ワンピースみたいに言うんじゃねえよ。あるんだ。まさか本当にあるのか。この国を起こす前、わしは仲間と各地を旅し、最後には黄金鏡へ至る扉にたどり着いた。お前たちにも同じことをしてもらうが、そこへ到達するにはわしが施した封印を解く必要があってな。あれを持て。対象者全員が持つってこと。あ、なんかあれじゃない、石灯のやつじゃないこれ。石灯のやつだ。8個ありましたね。7個か。あの絵文字はトライオラ女子か。わしがこの国を起こすまでに歩んだ旅路をなぞれ、その道中にお前たちの器を測る連王の戦者が7人待ち受けている。多いな、7人は。そいつらの出す試練を超えて奇跡を手に入れろ。7つの石板はその全てに奇跡をはめることで黄金鏡の扉にかけられた封印を解くマグとなるのだ。つまり戦者の試練を超え7つの秘跡を手に入れなければ黄金鏡に至る扉にはたどり着けない。いかにもその通りよ。どうだ、心躍るだろう。先の舞踏大会といい、季節ごとの狩猟祭といい、ほんと親父はこういうの好きだよな。もう少し若ければわしも参加してお前たちを蹴散らしてやったんだがな。まどろっこしい真似をと思うかもしれんが、王位をくれてやるんだ。これくらいのわがままには付き合ってもらうぞ。めんどくせえ。相当の俺様を後継者に指名すりゃ済む話だろうが。ではこれより継承の儀を始めるぞ。誰がわしの王位を継ぐか楽しみに見届けさせてもらおう。候補者たちは別室で石板を受け取るのを忘れるなよ。
ジョーちゃんは確かラマチの協力者だったな。わしに何か？私はバルデシオン委員会の代表代行クルル・バルデシオンと名乗ればお分かりいただけますか？ほう。過去にあなたがバルデシオン委員会に宛てた手紙です。残念ながら大半がかすれて判読できませんでしたが、それでもあなたが私の育ての親であるガラフ・バルデシオンに黄金鏡の調査を依頼したことはどうにか読み取れました。そして同封されていたこの耳飾り、わざわざおじいちゃんが来たことを思えば、黄金鏡とこの耳飾りには何か重大な秘密があるはず。私はバルデシオン委員会の代表を継いだ身としてそのことを調べに来たのです。何かご存知なら教えていただけませんか？悪いが今は何も話せんな。これから黄金鏡を探させようって言うんだ。お前に詳しい経緯を伝えれば継承の儀の公平性が崩れちまう。だが全てが終わった後、次期国王となった者にはありのままを話すつもりでいる。そんなに知りたければラマチを勝たせることだな。わかりました。必ず黄金鏡を見つけてみせます。それでこそバルデシオン委員会の一員ですから。話を聞いてくださってありがとうございました。あの時の赤子がずいぶん頼もしく育ったじゃねえか。なあ、ガラフよ。いや、もうちょこちょこガラフの名前が出るのが熱いっすね。FF5 の登場キャラですね。なあ、今さらこんなことを言うのもなんだが、本当に来てよかったのか？いや、ウクラマとはあの通り強引なやつだろ。一応同意の上とはいえ無理やりじゃなかったかと思ってな。オタクは黄金鏡に釣られた口かもしれないが、これは王位をめぐる戦いでいろんな思惑が絡んでくる。もしも手を引きたいと思うなら俺が取りなすから遠慮なく言ってくれ。出発する前の今が離れる最後の機会かもしれないぞ。生きていく、それが人の答えだとして、あんたは自分の旅路に何を見つけるんだろう。それまで好きに歩いてみればいい。旅の終わりは明日への一歩。道はまだ続いてるんだからさ。今はこの旅路を歩いてみようと思う。そうか、それが今のオタクの目的なんだな。なら俺がとやかく言うこともないか。俺自身さっきの蓮王の話を聞いて
ただのガイド気分じゃいられなくなったことだしな。出てきたぞ、ゾラージャ様だ。すごい迫力だ。お父上をもしのぐトライオラ随一の武人と言われるだけある。ゾラージャ王子、我が村では霊害により作物の実りが少なく、子供たちが飢えをしのぐこともできないのです。あなた様が時代の王となった暁にはどうか我が一族に新たな領土を。サレージュ、どうかご安心を。殿下は蓮王の血を継ぐ奇跡の子。きっとあなた方の思いに応えてくださるでしょう。あれが第一王子ゾラージャだ。トラル幽連隊を率いる隊長でもある。宮廷剣士サレージャー。あいつの言う通り、蓮王グルージャジャとゾラージャ王子は血のつながった不死でな。剣士の彼が言っていた奇跡の子というのは？相当として生まれてきた者はこうなせない。それが通説だった。にもかかわらずゾラージャ王子は生まれてきた。ウの頭の顔立ちにリの頭の鱗を持ち合わせてな。だから奇跡の子ってわけだ。随分寡黙なようだけど、とんでもなく腕が立つってことは一目で理解できたわ。剣の腕前は蓮王譲り。それどころかすでに勝っているとの評価もあるほどだ。ゾラージャ王子はその武勇を頼みに領土拡大のため外界に打って出ようとしててな。彼とそれを支持する連中は外政派と呼ばれてる。トライユラの平和を維持したい穏健派のウクラマトとは正反対の思想ってわけだ。シャーレアンを立つ前、ラストスタンドでウクラマトが話してた大いにつけちゃならないやつってのはあの人のことさ。クルルさん。言葉の壁を越える力でゾラージャ王子の意志が感じられたの。深い闇のような底知れなさと炎のように激しく揺らめく思いが正直に言って怖いと感じてしまったくらい。いや、こいつには勝てるだろ、それはね。あなたが王様になったらまた作ってほしいですね。気球や鉄道みたいな便利なものやりやすくなりますから、私らの商売が。年寄り連中は文化が壊れるなんて言うけどさ、俺たち若者からしたら凸国の技術は興味深いよな。ういうい、コーナ様の知識と技術があれば間違いなく勝てますよ、この継承の儀。すみませんが、継承の儀は始まったばかりです。ご要望は王位に着いた後に伺いますよ。飛行士ですね。では僕はこれで。相変わらず淡白だな。実にコーナ様らしいじゃないですか、合理的で。あの人がシャーレアン魔法大学に留学してたという第二王子のコーナ様だ。言われてみればあの顔は何度か校内で見かけた気がするわ。トラル大陸出身、
それも王族だなんて気づかなかったけど。無理もない。素性を隠すために装いを変えた上でエオルゼア風の偽名を名乗っていたからな。この町の気球は彼が持ち込んだ技術で作られていたのか。それに鉄道とも聞こえたが。あの人が目指すのは留学中に知り得た技術でドライアラを発展させることなんだ。だから革新派と呼ばれてる。革新派。ああ見えて義妹であるウクラマトとは仲がいい。まるで本当の兄弟みたいにな。千の奇跡じゃん。革新派。瀬野将軍、見送りご苦労。何を怯えている。俺様は連合と同じ総統だぞ。総統が為政者となるのはこの国が起こるより前からのマムージャ族の伝統。雑魚どもを蹴散らして証明してやるぜ。お前らの上に立つべき存在が誰なのかをな。かっこいいよ兄ちゃん。大半のマムージャ族はトライオラで平和に暮らしてるのに、蒼血の教えの人たちだけはまだ。いやしかしイベント想像以上に長え。相当爆風じゃじゃ。先に行われた武闘大会の優勝者。王族以外だと唯一継承の儀への参加が許された男だ。実力はもう自分ないが見ての通りのやつだからな。支持してるのは一部のマムージャ族くらいさ。王位を継いで何をするつもりなのかしら。政策やら何やら王になった後のことなんて深く考えてるとも思えないが、あいつが王になったらマムージャ族が支配階級となり他の種族が従属を強いられるのは確実だ。つまりあいつも王位につけちゃならないやつってわけね。ただただ我らが望むのは一つ。トラル大陸らしく私たちらしく平和に生きること。グルージャジャ様が作り上げたこの国をどうかお守りください。おう、任せとけ。みんなの願いのために突っ走るからよ。ドライオラが起こる80年前までこの大陸は戦が絶えなかった。その時代を知ってる年長者を筆頭とした平穏な暮らしを望む者たちがウクラマトを支持してるわけだ。悪い、待たせた。こっちはウバのナミイカだ。私にとっちゃおふくろみたいな存在だな。いいって言ってるのに見送りをするって言い張るもんだから連れてきた。皆様、ウクラマト王女のことどうかよろしく頼みます。あら、ウクラマト様も継承の儀にご参加されるの？王族からはゾラージャ様とコーナ様だけだとばかり。お二人と比べてウクラマト様は実績がないから。
部ではゾラージャ様やバクージャジャにかなうわけもないし、知識でもとつくに帰りのコーナ様にはね、とても継承の儀を争える器には思えないわ。いいさ、兄さんたちと比べて劣ってるのは私が一番よくわかってる。あら、私はウクラマト様がお兄様方よりも劣ってるだなんて思ったことはありませんよ。それぞれの王子が何かに秀でているように、あなた様にもあなた様にしかないものがあります。ずっとそばで見てきた私が言うのですから本当ですよ。ナミカ、ありがとよ。じゃ、行ってくるぜ。ええ、あなた様が王位につくことを信じてお待ちしております。やっと終わりましたね。いやー、長かったな。よし。じゃあ、ひよこさん待ちましょう。いや、思った以上に最初のボリュームはでかいっすね。これでやっと多分外に出れるっていう流れになるんでしょうね。まあでも次回でもいいかなっていう感じがしますね。ひよこさんの体調を見て。どう体調？大丈夫そう？もう5時間やってるよ。5時間やってるよ。外まで頑張るんだよ、頑張る。でしょうね。だろうね。明日にする？明日にしますか。やるでしょ、明日。まあ、とりあえず体調を見て、っていう感じでいいと思う。あ、今日はここまでにしましょうか。
まあ早いけど、適当にまったりして休んでください。それでは配信は終わりたいと思い、そうだね。配信は終わりたいと思います。配信、次回も明日かな。明日シナリオをまた引き続き進めていきましょう。外に出れればね、外の戦闘とかの BGM 聞いたりとかもね、また探索したりとかまた始まるんでね、時間かかると思いますけど、ゆっくりやっていきます。というわけで、次回もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。